それではこちら1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはリクエスト企画です。ありがとうございます。職場からの評価、評判について見ていきます。はい、今回はですね、こちらのタロットカードを選択肢として使わせていただきましたが、はい、皆さんどれをお選びいただいたでしょうか。また今回もタロットカードをシャッフルするところからやっていきましょう。はい、お仕事リーディングということで、今の職場の方々からどのように見られているか、あなたの働き方、姿勢、はい、そのようなものも見ていこうと思います。割と今回はサクッと見ていこうかなと思っているんですけど、でももしかしたらね、カードの出方によって変わってくる可能性はすごくありますね。はい、そして今回はですね、この選択肢で使ったカードっていうのは前もご覧になったことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。こちらの日本昔話タロットさんは、こちらはですね、使用したことがあって、そして今このシャッフルしているこのタロットさんは今回初めて使わせていただきますので、こちらは、この前もお話しした通り正位置で見ていきます。で、あとはこの日本昔話タロットさん、もし使う機会がもしリーディングの中であればそれも正位置で見ていきます。かなりこの特性が強いカードなので、これは正位置で見ていきますね。で、あともう1枚のタロットは正逆採用で見ていきます。はい、今回何かシンプルではっきりしたカードが欲しいなっていうふうに思っていたので、この対象の、タロットカードと日本昔話タロットさんでちょっと昔つながりでカードを揃えてみたんですけど、その他にもっとはっきりした結果とかが欲しかったので、はっきりした結果というか、自分の心の中で今回少しはっきりとしたものが、何かバシンとしたものが欲しいなっていろいろ悩んだんですよね。今回どのカード使おうかっていうのを。そしてスタンダードなカードを、選んで持ってきました。はい、ちょっとクリアに見たいなっていう気持ちもあったので、一度初心に帰るではないですが、はい、今回はこのようなラインナップでお届けしていきます。はい、でこちらはね、正位置で見ていきます。まず今のあなたのお仕事の状況を見ていくんですが、そうですね、今回お仕事メインとしてお話しさせていただきますが、例えば今お仕事していませんっていう方は、例えばなんですが、今他に取り組まれていること、例えば趣味、活動、あとは、アルバイトもね、お仕事の一環として捉えていますので、あとは例えば家のことだったりとか、今あなたが取り組まれていること、生活の一部として成り立っているものとして置き換えていただいてもいいですし、今回はその周りからの評価っていうのも見ていきますので、例えばご近所付き合いでのあなたの評価というふうにご覧になっていただいても構いません。ただメインとしてはお仕事をされている方、職場の中の評価、評判というのを見ていきます。はい、ということで、まず今のごめんなさいね。まず今のお仕事の状況、そしてそのお仕事が長く続けられるのかどうかっていうのも見ていきましょう。今の職場が、長く続けられるのか、まずは状況から見ていきますね。正位置で見ていきます。はい、では見ていきます。よいしょ。ペンタクルスの10、めちゃくちゃいいと思います。今の現状ね、すごくチームワークも取れていますし、周りと協力しながら一つのことを成し遂げていったりとか、なんか会社自体が歴史のある会社っていうのも入ってくるんですよね。なのでその昔からのしきたりを大事にしていたりとか、先輩、上司とかから教わってきているものを自分が後輩に伝えていくっていう、この伝言とかやり取りとか言い伝え、そういうようなこともちゃんと流れができている、伝統ある会社とか伝統のあるルールとかね、そういうような流れ、ワードっていうのが入ってきています。
そしてとてもね円滑に今進んでいるので、今の職場のあなたの状況としてはすごくいいと思います。まとまっている。はい。では、そうですね。上司、それから後輩、部下とかね、いろんな人間の関係なんて、対人関係にもすごく恵まれている状況が見えてきていますね。では、今のお仕事が長く続けられるかどうかっていうのを1枚もらおうかなと思ったんですが、でもね、このカードからもう長くね、やっていけるっていう風に出てきているので、割とシンプルに1枚でポンと出てきてくれているかなっていうのを感じています。はい。いいですね。とてもいいと思います。お仕事もあなたに合っているとか、長年勤めていらっしゃるとかっていうところもあるんじゃないかなと思います。活動に当てはめても長く続けられている活動だったりとかっていうのがあるので、あなたにとっても相性がいいと思います。はい。なんかしっくりくるんじゃないかなっていうのが出てきていますね。では、長く続けられそうっていう風にこのカード1枚で見れていますので、職場での評価見ていきましょう。まずは周りから見たあなたの姿見ていきますね。また切っていきましょう。ちょっと待ってくださいね。これ戻していって、で今回もまたね花粉がひどいんですが、バッチリ薬を飲んでいるのでまだ鼻声ではないかなと思っていますけど、もし鼻声になっていてお聞きづらかったら申し訳ありません。では見ていきます。周りから見たあなたの評価です。これ選択肢ごとによってカードの枚数変わる可能性すごくあります。カップの8が入っていますね。もうちょっともらっていきます。運命の輪が入っている。いいんじゃないですかね。周りからの評価っていうのがいいと思います。2枚でいいかなというところが出てきていますね。あと申し訳ありません。今回、照明をつけていないんですね。日光の光だけでやっていますので、もしいつもより暗いなとか色味が違うなとかっていう風に感じられたら申し訳ありません。私も後々編集してやはりね照明つけた方がいいなって思えば次回からまたつけるんですけど、もうだいぶ冬の時期抜けて今だいぶね春が近づいてというか春で明るいのでだいぶいいかなと思って照明つけてないんですけど、はい、では戻していきましょう。職場での評価はすごくいいと思います。とてもあなたがタイミングいい時に入ってきてくれるので、どんなことでもです。作業するにあたっても仕事するにあたっても効率がいいんでしょうね。とても手際がいいっていうのが一番評価としてあるかなというふうに見ています。周りからの評価、そうですね、とても潤滑に人間関係もうまく回してくれる、時間の使い方も上手、そつなくこなしているように見えていらっしゃるんじゃないかなっていうところがあります。そしてあなたの中でも今新しいところへ向かってとか、自分が新しい目標ができているとか、もうすでにね向かっているものがあるよって、今までこれはね私から見るにお仕事を積み重ねてきたものが成果がある程度ここにあって、もうあなたの中で積み上げてきた経験値だったりとか成果結果っていうのがもうここに出来上がっていて、これ経験したからまた次の段階へあなたが進もうとしている、一つのプロジェクトを終えて今次の目標へ向かっているとか、新しい目標ができた、課題が出てきたとかね、自分の中で作っているっていう感じです。試練があるとかじゃなくて、自分でね次っていう目標がちゃんとできている、明確にできているので、気持ち的にも今ちょっと明るく切り替わっていたりとか、一山越えたからさあ次行こうっていう風に切り替えの気持ちも出ているのかなって、それが周りの方にもちゃんと伝わっている、結果もちゃんと残してくれるしって、結果残してそこで満足、じゃあだらーってなるんじゃなくて、じゃあ次行こう次行こうっていう感じでどんどん前に進んでいってるっていう風に周りからも見られているんじゃないかなっていうのが出てきています。
はい、では次続けてね、どんどんいきましょう。では次、一番評価されているところってどこですかっていうのを見ていきますね。これカード何かね、あまりこの1番の方もらう必要ないような気がするんですよね。ですが、一応1枚もらいましょうか。この一番評価されているところって、そのあなたの先ほども言ったように時間の使い方だったりとか、学ぶ姿勢だったりとか、前向きに取り組む、一生懸命取り組んで、頑張っているっていう姿勢がもうすでに出ているし、それが周りのお手本ともなっているので、今のお仕事かなり成果も上げていますしっていうところがあるんですけど、欲張って1枚もらっていきましょうか。それが一番の魅力かなと思いますけど、周りから見たらあなたの魅力、ペンタクルの7出てるので、人材育成とかが得意なんじゃないんですかねと思いますが、すごくね、みんなから見たら大変だなって思うような企画だったりとか、時間かかるぞっていう風にね、長期戦になった場合のお仕事だったりとか、あとはその取引先の相手とも、あなただったらうまくやってくれるんじゃないかっていう、かなり頼りにしていますよっていう感じが出てきています。特に時間をかけることだったりとか、長いスパンで取り組むこととか、そういうことにあなたを任せたいっていうのがある。あなただったら耐えていけるだろうっていう、その期待感もありますし、鍛え抜いて頑張っていけるでしょうっていう、そこの力っていうところですね。あとは育てるカードなので、やっぱり人材育成とか、あと発掘ですよね。才能のある人材を発掘するのが上手だったりとか、人を見抜く力だったりとか、人だけではなくて、例えばね、商品開発をしていて、自分の開発、これだって、これがいいっていう風に素材を見つけるのがとても上手とかね、たくさんある中から一つね、これを見抜ける力っていうのがすごくあるんじゃないかなって。そしてそれを見つけて、それを磨き上げていくっていうのがあなたの一番のお仕事の中での魅力、力だよっていう風に言われていますね。はい。でもさっきも言ったみたいに、このカードもそうですけど、その他にね、ここの運命の輪でかなり評価高いっていうのがあるので、すごくね、自信持っていいんじゃないかなっていうのがあります。では逆に、あなたが職場から心配されていること、あなたのこういうところ心配だなって思われているところあるかどうか聞いていきましょう。心配されていること、見ていきますね。1枚でもらっていきましょう。逆にペンタクルの8が出てきたんですね。はい。ここにね、もらっていきます。私が感じるに、これはすごくね、真面目に働いてらっしゃるんじゃないかなって、かなりこのね、ペンタクルが出てきていて、努力家なんですよね。このカードから伝わってくるのは、周りにもすごく気配りしているし、もちろんね、うまくやっていってるし、円滑にやっていくし、その分気も使っていますよね。うまくやっていくためにってことを考えながら、周りのこと考えながらやっていってるので、それはもうあなたの持ち味ですよね。臨機応変に周りに対応しながらうまくやっていけるっていう、自分のものにしていけるっていう力があるから、すごくそれは素敵なことで評価されるところなんだけど、すごく頑張ってるのが出てきてるんですよね。本当に一生懸命ひたすら頑張ってるよっていうカードが、この心配されてるところに出てきてるってことは、時々頑張りすぎじゃないっていう風に心配されていたりとか、ちょっと休憩した方がいいんじゃないかっていう風に言われることもあるんじゃないかなって。あとは一つの方向ばっかり見ていて、周りが見えなくなる瞬間も出てくるのかなと。もちろん
ここに運命の輪が出てるので、周りのことをよく見たりとか状況判断するのはすごくね評価されているんですよね。ただ例えば自分のメンタルだったりとか調子が悪い時とか、ちょっとね落ちている時は周りが見えなくなる癖があるとか、一つのことに集中しだすとそれしか見えなくなる時があるっていうのもちょっと出てるかなと思います。ただこれすごくね一生懸命頑張ってるよっていうカードなので、すごくね素晴らしいんですよね。お仕事でこのカードが出てるってことは、心配しているところをねあえて言うんだったら、さっき言ったその2つかなって、頑張りすぎなところあるんじゃないかなって言うんだったらね、ただすごくね悪い風には周りは考えていないし、逆に応援しているっていうねパワーを感じるので、素晴らしいですよね。はい。では続けて見ていきましょう。今のお仕事を通じて得るものとか、あなたが学ぶものはありますかというものを見ていきます。そうですね、このねタロットカードでもらってきてるので、ではせっかくなのでこちらのね日本昔話タロットさんからももらっていきます。これは選択肢で3枚今抜いてある状態で見てるんですけど、75枚のカードからもらっていきます。あなたが得るもの、学ぶものが今の職場からどんなものがあるのか見ていきますね。さあ1枚でいけるかどうか。ソードのクイーンが出ています。かなりね強く入ってきましたね。まず1番は他人を、思いやることとか、その誰かを助ける、手を差し伸べるっていうのがまず一番最初にねありますね。これカチカチ山のシーンですよね。これでも実際の物語とは少しね異なってくると思うんですけど、今から言うことがですが、ここから感じるのは、あなたは誰かのために手を差し伸べるっていうことがもともとできてるんですよ。もともと優しくてできてる、気配りもできるし、周りとうまくやっていってるから、ちゃんと周りのことも見てるので、困ってる人がいたらいつも助けてきたと思うんですね。そしてこのお仕事で今あなたがここをさらに学んでいくんですよ。で、何を学んでいくかって詳しく言うと、困っている人に例えばねこのやけどしているさぬきさんに薬をあげるシーンなんですね。でもこの薬って実は唐辛子が練り込まれているお薬なんですよ。っていうことは、時にはあなたは厳しく接していかなければいけない。例えばねこちらが後輩とか部下だったとして、部下を育てていくために時にはあなたが獅子の親みたいにね子を谷へ突き落とすかのように、時には厳しく指導しなければいけないこともある。これを学ぶんじゃないかなって、良薬逃がしみたいな感じで、この後輩のためではあるんですけど、優しさばかりではないよとか、甘やかすだけではないっていう、この飴と鞭っていう使い分けっていう、しかもその飴と鞭の使い分けっていうのが根本的に優しさから来ているところがあるんですね。すごく優しいっていうのがこのあなたの中にちゃんとあって、それを踏まえた上であえてちゃんとこの方になるためにビシッと言わなきゃいけない時があるっていうことをあなたが経験で学ぶ。そしてそれを伝えて、相手がそれを飲み込んでくれて成長を見届けていくっていう流れ、一連の流れっていうのを学ぶんじゃないかな。だから結局唐辛子が入った薬を体に塗られたら痛いんですよ。だからすごく嫌なわけ、肩の木からしたら。でもどうしようもならないから助けてほしいっていう風に言ってて、そうで、あなたは痛いだろうな、辛いだろうなって分かってる。で、自分の心痛みますよね。優しいあなただから痛むんだけど、やっぱりここはあえてね唐辛子の薬を渡してあげるっていうところをするっていうね、この選択する勇気ですよね。これもある種の勇気の一つだと私は思っています。時にはね仕事、この方のために厳しく接していく、なかなかできることじゃないので、自分の身をね
自分がこう敵に回ってもいいから、相手に嫌われてもいいからっていう嫌われ役を買って出るっていうところもね多少あるのかなっていうところあります。ただ嫌われるだけじゃなくて、この流れずっと見てると周りとすごくうまくやれているので、あなたが嫌われるってことはないんですよね。でそして確かにこのたぬきさんから見たら一瞬ね痛い思いする、あなたに言われてぐさっとくるようなこと言われるかもしれないけど、後々ねなってからあの時にあなたにああやって言ってもらって指導してもらったから今の自分がいるんですっていう風に恩をね返してもらうとか、言葉でねお礼を言ってもらうとか、そういう瞬間が訪れるんじゃないかなっていうのがもう一枚でパンと出ていますので、かなり今のお仕事の流れっていうのがそこまでね複雑じゃなくて、あなたも先のことよく見えているし、今自分がやるべきことっていうのもちゃんと見えているので、そして周りからの評価っていうのもちゃんと受け取っていると思うんですね。なので納得の結果かなっていうのを今こう感じられますね。はい、いいですね。ではそうですね、今後のお仕事の流れがどうなっていくのかを見ていきます。そして今後の展開についてはこちらのねスタンダードなタロットカードからシンプルにもらっていこうと思います。クリアに見ていきたいので、はい、こちらは制逆採用で見ていきます。そうですね、どれぐらいのスパンで見ていきましょうかね。かなり今お仕事の流れ見ていくと長く続けられそうな相性の良いお仕事だと思うんですね。長いスパンで見ていきましょうか。どこかで何かがあるかっていうところまで見ていきましょうか。何かが起きるまで出していこうかな、カード。そうですね、この1番さんは長く務められそうな感じもするので、長いスパンで出していきましょう。はい、まずワンドの6ですね。3ヶ月おきぐらいに行きますか。まず3ヶ月以内、そして次が4ヶ月から6ヶ月の間。はい、では次が7ヶ月から9ヶ月の間。ペンタクルの10逆で入ってきてますね。ここ天気かな。そしてね、徐々にね波が出てる感じはするんですけど、天気かな。そして3、6、9ときたので、次が10ヶ月から12ヶ月、約ね1年後ぐらいですね。はい、ここまで見ていきます。ソードの4が入っている。そしてではここ1年後まで見ていったので、ちょっとここから飛ばし気味に行くんですけど、1年後まで見たので、1年飛ばしで2年3年4年5年ぐらいまで見ていきましょうか。次が2年1年後から2年以内の間入るかなそして次が3年ですね。かなりね長くね続けていけそうな気がするんですよね。次が4年目です。次が5年目です。はい、5年目。5年目タワーが入ってきてます。タワーに対しての深掘りが欲しいので6年目ももらっていきましょう。太陽が入ってるので、要約して言えばこの1年以降2年目から2、3、4、5、6年目っていう風にこの長いね年数かけながら、あなたの中でいろんなことあるんだけど自分のものにね最終的に取り込んでいく、自分の力となっていく、全ては自分のパワーに変わっていく出来事なので、いろんなことがあっても乗り越えていけるでしょうっていうのが簡潔な結果として出てきています。まずここ3ヶ月以内見ていきましょう。めちゃくちゃいいんですよね。ワンドの6正1で入ってきてるので、あなたが主役なんですよ。任されているお仕事とかね、そういうのもあると思いますし、もしかしたら移動もあるかもしれない。昇進、移動、このさらなるステップアップに向けての移動なので、移動先でのあなたの役職が与えられるとか、
そのためにね移動してくれとかっていうこともあるかもしれない。でそのまま昇格昇給っていうのもあるし、収入が増えるとかそういうこともあると思います。とにかくこの3ヶ月以内っていうのはあなたがすごく大きな結果を残せる時っていうのがあるので、今取り組んでいるプロジェクトについての結果残せるとか、交渉相手との商談が成立するとか、とにかくあなたが結果を持ってみんなのところへやってくるっていうね、すごくねとても素晴らしいカードが出てきています。そしてここが4ヶ月から6ヶ月以内の間にカップの7が出てきていて、いろいろあなたの頭の中でいろんなことが考えが出てくるんですね。これ迷いっていうのもちょっとあるかもしれないんですけど、今ここから感じられるのは迷っているっていうよりは、あなたの中でこの選択に迫られるというか、自分の中でやってみたいことが増えるんじゃないかなって。どちらかというと今まで一つのことに向かって一生懸命取り組んでいたりとか、周りに合わせながらうまくやっているんですよね。器用にねやってらっしゃるっていうイメージがあるんですよね。一つのことをひたすら職人のように、これ職人のカードなので、もう職人のようにねもう極めていくっていうあなたのスタイルがあったんですけど、いろいろ差し出されているっていう感じもする。やりたいことがたくさん出てくるのもそうかもしれないけど、差し出されてるのかな。いろんなお誘いを受ける、スカウトを受けるとか、他の企業から引き抜きがあるとか、お誘いがあるとかっていう感じですね。あなた自身が例えば副業を始めようとか、そういう感じがあまりしないんですよね。誰かからお誘いを受けるっていう感じがする。目の前にたくさんいろんなもの並べられて、いいよって好きなの選んでみたいに言われてる気がするので、それに対してあなたがまだねここではどれか一つに絞るか絞らないかっていうのは考えてはいる。まだ決まっていないっていう感じだから、そういう意味で悩みっていうか迷いっていうのがちょっとだけは入ってるんですけど、ただもともとあなた悩んだりとか迷ったりとかあまりしなくて、そういう時があってもちゃんと物事捉えて判断して自分で進めていける方なので、ここでこのカードが出てきているのは、例えばたくさんの仕事を会社の中で与えられたとか、ここで昇給して仕事が増えるとか、そういうこともあるかもしれない。仕事でこういう課題もやんなきゃいけないんだけど、でも後輩の面倒も見なきゃいけないしとか、あれもこれもっていう風に会社側から提示されているのか、あとはやっぱり他の会社から引き抜きとかね、なんかこうリクエスト来たりとかっていうのもあるかもしれないですね。なんかやることいっぱいっていう風にあなたの中で、出てくるのかなっていうのがあります。そしてここね、ターニングポイントになりそうなのがこの後ですね。7ヶ月後から9ヶ月の間です。これペンタクルの10で一番最初に出した今のお仕事の状況と逆転してるんですね。なのでこれをどういうふうに読み取るのか、少しここはね悩みどころでもある、勝負どころでもありますね。例えばじゃあ今の状況と打って変わって180度変わるんですかって言ったら、そういうわけでもなさそうなんですよ。この今感じるエネルギーから今ね感じるのはそういうことじゃなさそう。状況がすごく厳しくなるとかそういうわけじゃない。周りから冷たくされるとかではなくて、あなた自身がやり方を変えるっていう方向にシフトチェンジするんじゃないかなっていうのがあるんですよね。ここ今出てきているのが、一部の方では今の会社を離れるっていう風に選択を取る方もいるかもしれないんですけど、ただ長く続けていけるお仕事でもあるので、多分ご自身の中でも今の職場満足してるよとか長くやっていこうっていう風に考えてらっしゃる方が多いんじゃないかなって思いますので、例えばここで他の企業からいい条件をねもらってうちで働きませんかみたいなオファーを受けて、それを受けていくっていう流れもあるかもしれないんですけど、どちらかというとその会社の中で自分のやるべきこととか課題とか、そ
その自分の目標がたくさんできるとか、今やっていくことっていうのが増えていくような流れだと思うんですね。でそれに対して今まで一つのことを集中してやってきたけど、今度からもっとより自分の視野を広くして、そしていろんなことをやっていくっていう自分のこの会社の中の自分のやり方スタイルを変えていくのかなっていうのがここで出てきているような気がします。どちらかというとね、転職っていうよりは今の職場の中のやり方を変えていくっていう、しかもいい方向に変えていく、より良い方向へっていうのがあるので、ここでたとえ迷いとかがもし出たとしてもちゃんと決められるとか、両立してやっていけるとか、そういう流れになっていくんじゃないかなって思うんですね。で時にはその会社の例えばしきたりだったりとか、上司、自分、後輩って受け継がれてきたものの流れを一回自分が止める可能性もあるんですよね。でそこで自分ででもそれは決めてやること、分かってて一回ここを止めようって、この流れを一回止めて新しくまたねリニューアルさせようっていう風に自分でやり方、会社のルールとかもそうかもしれない、全体的な流れをあなたが変えていくのかなっていうところが出ています。例えば今まで自分はノー残業、定時で絶対帰るっていうスタイルを貫いていたんだけど、で逆かな、今まで会社のルールとかで、残業ある日はねみんなで頑張って残業して終わらせていこうねみたいな流れだったんだけど、いやもう残業のないようにみんなでやりくりして、みんなで定時で上がれるようにしようとか、誰かだけが残って誰かだけが定時でいつも上がるとか、そういうバランスを整えていくっていうやり方を見つけていくとか、うまくまとめていくやり方を新しく見つけるっていう風に流れていくような可能性があるような気がします。この今感じるのはすごくね、ここあなたの中ではかなりエネルギーを使うところなんですね。このあたりの時期っていうのがかなりここあなたの中ではそうですね、エネルギーを使っていくので、またなくなったエネルギーを補給するタイミングが必要になってくるんですね。頑張りすぎている時でもあるんですよ。ここでいういわゆるね、一生懸命になっていて今自分がすごくエネルギーを注いでいるので、ここで一回使ってしまったエネルギーをここでというか、こことここの間ぐらい、間も何もないんですけどつながってるんだけど、でもこの辺りぐらいで一回そのエネルギーを補給する瞬間がやってきて、でまた新たにここで自分の道が開けてくるっていうのが出てくるんですよね。一回ここで休憩を挟んでそこから立ち上がっていくっていう流れがこの1年後で出てきています。多分この、半年以降ぐらいの間に出てきた、例えば迷い悩みとか、何かたくさんあるうちの中から選ばなきゃなとか、たくさんあるうちから、あれこれやっていかなきゃなとかっていう風に自分の中で考えていたものがどんどんクリアになっていくと思うんですね。1年後には確実に自分の中に一つの光が差し込んできているので、もうこれだっていうものが見つかっているとか、自分が一つ大きく成長できている段階がここで出てきているので、それまでの過程かなりエネルギーは使うんだけど、あなたの中に迷いがないんですよね。あまりこの後ですね、ここから先があまりここから迷いを感じないので、いろんなことあるけど自分の中で決めたら進んでいくって、そしてエネルギーがなくなってきたらそれを補充してまた立ち上がっていくんだっていうような1年間の流れが出てきています。かなりね強くやってますし、バランスも取れるんじゃないかなって、自分の中でうまくバランス取ろうとするんじゃないかなっていうのがあります。ではこの1番さんはこの今のお仕事を長く続けていかれそうな気がするので、かなりこの大幅に2年後3年後っていう風に年をまたいで見ていったんですが、2年後はかなり仕事に対してのプレッシャーを感じやすかったりとか、そして周りから与えられる仕事の量とかも多分増えるんですよね。どんどん増えていくんですよ。昇給とともに自分の、責任感、プレッシャーとかっていう風に感じる、あなたが感じてるんですよ。今までだったら
いろんなこと与えられてもうまくやって自分なりに目標を作ってやるぞっていう感じのエネルギーを感じられていたんですが、2年目になると少し体調を崩すのか何かね、やっぱ体調面のところが少し心配だなっていう感じがしてくるので、あなたもそのことが気がかりで仕事に前向きに向き合えなかったりとか取り組めなかったりってところが出てくる。そして心配というより責任感をすごく感じるのかなっていう2年目なんですよね。かなりここプレッシャーに感じやすい2年目ではあります。そして3年目ハーミット入ってきてるので、自分のことをすごく考えてますね。内省のカードなので自分の心の中に尋ねていってるんですよ。あなたのやりたいこと、自分のやりたいことは何？自分はどこに向かいたいのって、さまよってるのかなって。でもさまよってるようで実は前にずっと進んで歩み続けてるんだよ。一歩一歩ゆっくりだけど私は前に進んでるっていうのを自分自身で確認しながら進んでってるっていうのが出てきている。歩みはあるんですよね。ゆっくりだけど歩みがあるように感じます。絵柄としてはね、止まってるのか歩いてるのかわからないじゃないですか。この絵だけ見たら止まってるようにも見えるし、でも動いてるようにも見えるし、ランプを灯して目をつむってるので見えないのかもしれない。杖を持ってるのでまっすぐ歩けないのかもしれない。止まってるのか歩いてるのかわからない。だけどこの光を頼りにあなたは歩いていってるっていうふうに私は感じているので、自問自答を繰り返しながら少しずつ前に進んでいってるのかなっていうところはこの3年目出てきています。そして4年目になるとペンタクルのキングが出ているので、ここ今まであなたが頑張ってきて積み重ねてきたこのペンタクルたちがここ、2、3、4年目にしてあなたの中ではうまく結果に出ない時っていうのが出てきてるんですね。なので2、3、4みたいなのは自分の中ですごくいろんな葛藤を抱えたりとか、自分でね自分のこと考えたりとか、やっぱりねこの周りが見えなくなるっていうあなたのここね周りから心配されているところが躊躇に出やすくなるところでもあるかなというふうに思います。自分の中で苦戦する、自分自身に苦戦しているのか、与えられた仕事量だったりとかプレッシャーに対しての、自分大丈夫かなっていうところであなたがちょっとね苦労するというか困難に感じるところが出てくるのかな、なかなか結果が出てこないなとか、そういうことがある。そしてこの5年目2、3、4、5年目になるとタワーがあるので、ここ一つあなたにとって大きな転機がまたやってくるんですよね。ここも転機なんですけど、ここも転機ですね。長い目で見るとここがすごく大きな転機ですね。塔のカードなので、ただこの塔のカードっていうのは前にも言ったことあると思うんですけど、これは今までのやり方だと通用しないっていう風に感じるんですよね。この流れを見ていてもそう思うんですけど、やはり今まで自分でねやってきたんだけどうまくやってきたしって、その後も自分なりに頑張ってきたんだけどなかなか結果が出ないと。でもしここで自分で新しい結果を求めていく、今自分の課題としてやってきたことをもし乗り越えていくんだったら、今まで積み重ねてきたものを一度ここで自分が壊さなければより強い自分になれないんだっていうふうに自分で思うんじゃないかなって思うんですよ。ここレベルアップの時ですね。分かりやすく言うと、今までの自分を一回壊して新しい自分に作り変えていかなきゃもっと強くなれない。そうですね。例えば、今までこういうふうに考えてきた、これが自分の経験であるからこの経験に沿ってこうやって動いてきたとか、そういうことを一回壊してゼロの状態から物事を見つめ直したりとかで、一度クリアにするとき、そしてまた強くなるために今まで揃えてきた武器鎧っていうのを一回脱いで、新しいもっと強いより良い武器とか防具鎧とかをまた自分の身につけるために自分自身がここでレベルアップしなきゃなっていう風に感じると思うんですね。ここ大きな転機です。ただこの後6年目で太陽が出てるので、
いろんなことあって2345っていろんなこと乗り越えてやってきた5年目、確かに大きな転機があったんだけど、すごくここで太陽が出てきて、もう全てを浄化してくれてるんですね。もう例えば塔で雷が落ちてきてみたいな、何か大変なような絵柄があるんだけど、これは全てはここにつながるものだったんだっていうのがあるんです。そう、あなたが強い武器とか鎧とかを身につけなくてもすごくね守られているとか、あなた自身からすごく光が出ている、オーラが出ている、エネルギーがすごく発揮されている、周りの状況流れもすごくいい、とても最高だっていう風に出ているんですよね。そしてこの太陽っていうのは誕生も表してるんですね。なのでやはりここで一度今までの自分のやり方とかっていうのを見つめ直す時が来るのかなって。今のままじゃダメだって、次に行くためには今の自分一回ゼロにしてまたねやっていくんだっていう、新しく生まれ変わって強くなるんだっていう気持ちの入れ替わり切り替わりっていうのが出てくるのかなと。これがあったから、乗り越えたからここに今たどり着けたんだっていう、っていう風に感じると思いますね。自分に打ち勝ったぞとか、あと自分が乗り越えるべきものに対して乗り切ったからこうやって太陽が出てきたんだって、自分のものにしたんだっていうこの勝利の赤い旗を掲げている。なのでこうなるべきしてこの課題があった、乗り越えるべき課題があって乗り越えたから掴み取れる栄光があるっていう風に考えていただいた方がいいかなと思います。はい、なのでやはり相性のいい職場、環境、仕事内容とはいえ、やはり人生波がありますね。なのでうまく波に乗っている時もあれば、やはりいくら相性がいいとはいえどもうまくいかない時とか課題が出てくる時もあります。これがこの2、3、4、5ぐらいで出てくるんですけど、その中でもあなたはねもがいたりするんですよね。少しずつでも歩んでいこうとか、自分なりにやり方やってみようとか、いろいろやってみる。なかなか結果が出なくても諦めない、頑張るぞっていう気持ちでやっていくと、最終的にこの栄光のカードへたどり着くことができる、新しい自分になれるっていうのが出てきていますので、ここの塔についてカード1枚もらっていきましょう。何があるのか具体的にもうちょっともらっていこうかなと思うんですけど、そうですね、これじゃなくて、日本昔話タロットさんからもらいましょうか。この塔は多分あなたの人生経験を積むためのものなんですが、具体的に例えばね、何かもっと具体的に課題が出てくるとか、何かキーワードになるようなものをもらいましょう。例えば移動とかね、対人関係とか、何かワードをもらっていきます。はい、1枚ペンタクルの7で同じカードが出てくるんですね。ここもほら見てください。ペンタクルの7、これあなたが一番会社で評価されていることがここに出てきている。今あなたが一番周りから見ていいなって思ってもらえているところ、評価していただいていることがここ出てくるっていう風に言われている。そしてあとはね、このカードからね独自の、解釈をもらっていきましょう。ペンタクルの7自体が実りだったりとかもするので、やっぱり自分のねゆくゆくの実りに向けての課題っていう風に捉えていただいた方がいいかなって思いますね。かなりここ忙しくなるんじゃないかなって、ここら辺でもかなり自分いっぱいいっぱいだなって、大変だな、さあどうしよう、これからやっていくか、気合い入れるかっていうところなんですが、もっともっと忙しくなるような予感がする。ただおじいさんの気持ち、顔持ちが明るいので、未来の自分に対しての理想像がちゃんと見えていたりとか、今の自分を壊して新しい自分になるためにはどうすればいいのかっていうのをちゃんと見えているんだと思うんですね。ここでちゃんと自分の中で新しく自分を発見できる、ここをこうすればいいんじゃないかなっていうのが見えるとか、自分の進歩っていうのがちゃんとここで掴み取れているので、この先ねすごくねいいんですよね。この物語としても、
詳しく言うとポチの亡骸を植えたところから木が出てきて、これがお金のなる木なんですよね。これがもうすでにねこの木が育っているので、あとはこのおじいさんが臼と杵を作るだけのところに今いるので、なので今もまさに自分が生まれ変わるところにいるっていうところがこのワードとして入っています。あとはこれから忙しくなるよって、おじいさんあちこちに声かけられて、殿様のところに呼ばれて桜を咲かせに行きますよね。なのでこれから先あなたの栄光を待ってますよっていうのが言われていますので、今まで頑張ってきた努力がここで、報われる時がやってくるとか、あなたの才能が本当の意味で才能が開花される時がやってくる。それはねこの一回自分を作り変えることかもしれませんし、ここあなたのとても大事にしていた信念とかポチになる存在、ポチに当たるような存在、ポチが一度ね失われてしまったんですが、代わりにね木が生えてきてって、そこから栄光をつかみ取ってっていう流れがあるので、あなたの中で大切に思っていたもの、思い、信念、目標っていうのを一度見直しかける時が来るかもしれないんだけど、このことによってゆくゆくはあなたの栄光へと、導かれるものでもあるので、ここは受け止めて、というかあなた自身も受け止められると思うんですね。一時期はショックを受けたりとか、ポチがいなくなってしまったことでショック受けたりとか、どうしようっていうふうに思うかもしれないんですけど、ちゃんと自分の中でうまく消化して立ち直って、じゃあどうしようかってところまでちゃんと行動ができているので、ここがあなたの強みでもあるのかなっていうふうに出てきていますね。今のお仕事での評価、あなたへの一番の評価と同じところが出てきているので、本領発揮するっていうところがあるのかなと思います。はい。で、素晴らしくねここでね太陽が出てるので、もうねここすごくいいんですよ。なのですごくねここ期待してくださいね。はい。では今後の流れっていうのをかなりね長いスパンで出していったんですが、最後に収入、仕事のバランスどうなんだろうって見ていきましょう。今のお仕事、やりがい、そして収入のバランス、生活のバランスっていう、いろんな意味のバランスとしてあなたはどうなんでしょうっていうところ。やはりお仕事というと収入関係してきますので、収入面に対しての1枚もらっていきますね。まず収入面に対して1枚チャリオット出てますね。協力、昇進していけるし、収入アップも見込めると思います。とてもいいと思いますよ。やっぱり周りの人とうまく協力しながら、バンドの6も出ているしね、あなたがリーダーになっていくっていう感じ。戦車でも戦車を乗りこなしているので、道を開拓していってるんですよね。自分のやり方作っていくっていうのが出てきていますので、未来を見通す力、周りをコントロールしてうまくねみんなでチームワーク作ってやっていこうってする意志、行動力、全てが兼ね揃えられていて、そして進んでいく。もうなんか自分自身の昇給昇格とか収入アップだけじゃなくて、会社の利益を大きく上げてくれるような存在になるんじゃないかなっていうのが出てきている。で、収入、仕事、やりがい、全てのバランスがうまく取れていると思うんですね。それを踏まえた上で自分で続けていこうとかやっていこうっていう気力が溢れてきているような状態なので、すごくいいと思いますよ。今のお仕事との相性とか収入もいいと思いますし、今後もっともっと収入アップにつながっていく一枚じゃないかなと思うので、これはねこの1枚だけでとても十分だと思います。はい。とても素晴らしいカードが入ってきてくれています。運命の輪、そしてチャリオット、大アルカナで言えばハーミット、そしてタワーで太陽があるので、すごくいいんですよね。で、今回この選択していただいたカードはワールドっていうね、ザワールドっていうカードなんですけど、あんまりこれねタロットカードの選択肢にしたので、あまり意味を取らないようにしようかなと思ったんですが、このカードね、日本昔話タロットさんっていうのはかなり昔話に沿ってお話をしてくれる、語りかけてくれるカードなので、少し見ていきましょう。やはり世界のカードっていうことは
一つの完成とかも表している、達成とかね表しているので、あとこれはね今人物とか動物さんって書かれているんですが、この日本昔話タロットさんの小アルカナをここでね表しているんですね。すべての力とか周りの力、協力とかね、すべてのものをあなたは、いろんな協力を得たりとかうまくまとめながら一つの形にあなたがすることができるよっていう風に言われてる、最終的にこのね小太りじいさんの絵柄になっていますが、一つのサイクルの達成、そして終わりを告げている。そしてそのためにはいろんな要素があったはずです。やる気、情熱、そして収入のバランスだったりとか、気持ち、相手の気持ちを汲み取るとか、時には厳しく指導したり優しく接したり、うまく周りとのバランスを取ったりとか、時には決断することもあったと思います。悩むこともあったと思います。いろんなことを乗り越えてあなたが一つにまとまっていく。自分自身の成長もそうだし、会社自体もうまくね一つにねまとめていくことになるんじゃないかなっていうのがもう流れとして出てきているんですね。あまりねこのタロットカードワールドってね分かってしまったらね選択肢選びやすくなってしまう、とらわれやすくなってしまうので、あまりここからねもらわないようにしようと思ってはいるんですけど、ただこのワールドがもしねなかったとしても、この流れをねお伝えしていてあなたも感じている通り、一つのやっぱりサイクルと、あと新しいスタートだったりとかっていうのもある。で、あなたが掴み取っていくものっていうのも明確に出ているので、やはりここのワールドからのアドバイスも必要かなと思います。ここは集大成を表しているカードなんですよね。このお仕事に対してのあなたの一つの集大成が現れる結果として出てきていますね。あとはそうですね、このアドバイスカードとしては小太りじいさんが真ん中にいるので、小太りじいさんのお話は人を羨むなという教訓があるんですね。つい周りの人に振り回されて自分の見方、生き方、やり方っていうのが見失いがちになってくるんですね。隣のこぶついたおじいさんがね、このこぶのなくなったおじいさんに対して、いいな、羨ましいな、自分もなくしたいから何かずるいことしてやってやろうみたいな感じのお話ですよね。周りの人に振り回されず自分の人生を見つけていきましょうと。そしてこの世界のカードっていうのは、人生は自分自身を見つけて完成させる旅であり、一つのサイクルが終わり、そして次なる目標が見えてくるというふうに言われているカードなんですね。まさしく今のこの流れにぴったりのカードになったんじゃないかなっていうのを改めてびっくりしながら見ています。ただあなたは他人を羨むこと自体まずあまりないと思うんですね、お仕事に対して。ただ自分がそうだな、周りの人羨ましいなって思うよりは、どちらかというと自分自身なんか足りないところあるのかなっていうふうに自分で自分の心の中見つめるタイプなので、周りが見えなくなってしまう。どちらかというと周りばかり気になるっていうよりは、周りよりも自分のことが気になるタイプなんじゃないかなと思うので、なんで逆に人を羨むなっていう風にね教訓としてあるんですけど、逆にね協力するってこともありかなと思うんですね。例えばね、この隣のおじいさんがこの時この小太ってもらったおじいさんに、もうちょっとね円滑にコミュニケーションして、じゃあどうやったらね取れたのとか、どういう風に接したみたいな感じで教えてもらえば、このおじいさんもね素直に教えてくれたと思うんですよ。こうやってやったらいいんだよみたいな、そっかじゃあやってみるねみたいな感じで、うまくここコミュニケーション取れていれば、そのおじいさんが妬んだりしなければ、隣のおじいさんが妬んだりして嫉妬とかしてムキーってなって一人で突っ走るよりは、このいいおじいさんにアドバイスもらってやっていった方が、多分この隣のおじいさんも子分が取れていたと思うんですよね。なのでその周りの意見を聞くとか、自分の視野が狭くなってきた時ほど、あとは周りの人に最近ちょっとね周り見えてないんじゃないみたいな感じのことをさらっと言われた時にアドバイスもらうように自分から向かってみるとかっていうようなことがここでも感じられるかなと思います。これが多分あなたにとってはしっくりくるアドバイスになるのかなと。誰かを嫉妬するな、羨むなじゃなくて、
周りのことが見えなくなる時ほど周りの人の意見を参考にしようとか、もともとできてるんですけどね、できなくなった時に意識してみようっていうのがあるかなと思います。はい、以上こちらが1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回はリクエストにお答えしまして、今の職場からのあなたの評価、評判について見ていきました。また付け足して今後のお仕事の流れも見ていきましたので、ぜひ参考にしてください。はい、以上となります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、コメントや高評価、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。またいつも温かい応援コメントありがとうございます。大変励みになっています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではこちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はリクエスト企画です。今現在職場でのあなたの評価、評判について見ていきます。またお仕事の今後の流れっていうものももらっていきます。はい、こちらはムーンのカードですね。花札の月のカードが出ています。いいですね。8月っていう感じですね。はい、花札のお好きな方ならお分かりでしょう。はい、ということでやっていきましょう。今回選択肢のカードにタロットカードを使っていますので、タロットカード詳しい方でしたら、例えば選択肢の時にタロットカードの意味を見てしまってなかなか決められないっていう方もいらっしゃったかもしれませんが、今回は必要に応じて選択肢からこのねムーンの意味ももらっていくかもしれませんが、ただねこれ昔話に沿ったタロットカードですので、昔からの教訓だったりとかそのようなものも学べるので、取り入れられるところがあれば取り入れていくんですが、あえてここにこだわらずやっていこうと思っています。はいね、オラクルカードとかではないのでタロットなので、そうですね、まずシャッフルからやっていきましょう。では、はい、職場での評価評判で、この今シャッフルしているカードだけが上下じゃない正逆見ていきますので、それ以外のタロットカードは正位置で見ていきますね。はい、ということで、あと、ね、またね前回に引き続き花粉症が来てますので鼻声になってます。ちょっと少しね聞きづらいなっていう風に感じる方申し訳ありません。いつもだよと言わずに温かい目でご覧いただけると幸いでございます。はい、では見ていきましょう。待ってくださいね、少し飛んだんでもうちょっと1枚ね今テーブルから落ちていったので少し軽くシャッフルして、今回お部屋の照明つけていません。だいぶ春になって日光が強く暖かく差し込んできたので、今回ちょっと照明つけずにやっています。でもし暗かったら申し訳ありません。またね調整取っていきますので、はい、ではもらっていきましょう。またねシャッフルしていきます。飛んでいったものはしまっていって、かなりこの、私のシャッフルの仕方って人によって違うと思うんですけど、私は基本このやり方ですね。一連の流れ的にぐるぐる手で回すやり方、方法、流れっていうのは多分ほとんどの方が時計回りなんじゃないかなと思ってますけど、後ですよね、カードを一度同じ方向向きに揃えるときに私最近思ったんですよ。最近気づいたんですよ。自分は絶対時計回りに回すんですよ。そのように教えていただいたからです。はい、これもねこうなんですよ。ただこれはそのね方々によって違うんですね。どちらかというと私少数派なのかな、やり方古いわからないけど、私でもすごく昔このように教えてもらって、時計回りなので自分のやり方としてはこれでやっていますね。で今
今このカード1回しまって、まず、はい。この大正ロマンカードね、今回はね、日本昔話タロットと大正ロマンカードで、少しこう、日本っぽいカードを持ってきたので、これからもらっていきましょう。要するに何が言いたいかというと、このやり方でやってますよということで、やり方は人それぞれ違いますので、そのシャッフルの仕方、人それぞれ違いますので、あまり気にせず、はい。ということで、まず今のあなたのお仕事の状況を見ていきます。今どんな状況なのか。これは選択肢ごとによってカードを出す枚数変わってくると思います。1枚ではっきりと見えるといいんですけど、運命の輪が入ってます。ちなみにこの、大正ロマンタロットカードさんは今回初めて使用させていただくので、初めての時は正位でっていう風に決めているので、今回正位で見ていくんですが、ね、正位で、運命の輪が入ってきているので、可能性としては2つ今パッと入ってくるのが、まずね、大きく言うとあなたの今転換期に当たるので、自分で今の職場に対して新しい方向を今考えている、とどまるべきか移るべきかとか、自分の中の転換期を迎えているから移動するしないとか、今の場所から変わっていくとか、そのタイミングにやってきてるのかな。同じ職場でも場所が変わるとか、なんか移動を言い渡されたりとかっていうのが今あるのか、あとはこうね、人事の関係で周りの環境が変わるとか、あとはその会社自体そのものをね、あなたが退職してまた違う仕事に就こうとしているところにいるのかっていう、どっちかなっていう感じがするので、もう少しもらいましょう。じゃあ、いや、ちょっと待ってくださいね。どっちかなっていうことは分かったので、では、もう一度カードを切り直すので、あなたが今考えてることを教えてください。現状、そして考えてることです。今の職場に対しての思いをまず教えてください。これを見ると、あなたが転職を考えてるのか、それとも違うことを考えてるのかっていうのはより深くなるかもしれません。あなたの今の職場に対する考え方、思いです。はい、もらっていきます。ペンタクルのナイトが入っているので、正位置で見るとは言っても、今の職場あまり満足に感じていないんじゃないかな。でもナイトって馬に乗って動いているので、その移動とかに対して自分がそこに不満持ってるとか、あまりね、今の場所から移り変わりたくないんだよなって、移動したくないな、今の会社職場がいいなって、部署移りたくないなとか、もしくは思ったように成果が出ないから、この会社自体あまりね、今の自分の気持ち的にモチベーションが上がっていないような状況かな。移りたくないのか、モチベが上がらないのか、なんか大事なもの、ちょっとなんかあれなんじゃないですか、収入に見合ってない仕事をしてる、任されているとかっていうところもちょっと見られるかなと思いますけど、もうちょっともらえますかね。どうしようかなと思いますね。何かはっきりしたものが欲しい。今の会社に対するあなたのお気持ちではあまりはっきりしないので、ズバリ転職を考えていますか？ Yes or No。 転職を考えていますか？こうしましょう。これ正位置でしか見ないっていう風に決めているので、ただしこれ今 Yes or No で今見るって言った Yes or No って言った瞬間に、これがもしめくれていたのが正位置だったらイエスの意味で取る、転職するっていう方向で考えてるって見る。ノーだったら転職ではなくて今の会社に残り続けるってことでの意味で見るっていう風に見ます。はい。飛び出してきたのが正位置、転職を考えている。でもテンパランス、節制のカード。
正位置で出てきたからイエスなんですよ。転職考えてますか？考えてるけど、これね、バランス取っていきたいよっていう風に言ってるからね、はっきりとね、今質問しましたよね。正位置だったらイエス、逆だったらノーって意味で答えるので、もう新しい環境というか、もう会社自体変わっていく、変えていくことをあなたは望んでいるっていう風に見ます。で、さらに自分でバランス取りたいってことを言ってるから、今の会社やっぱり収入面に対しての不満があなたの中であったりとか、収入に見合ってない仕事の量を任されていたりとか、あとはなかなか結果が出ないことに対しての自分の中の苛立ちを覚えていたりとかっていうところがあるんじゃないかな。なかなか進展しないって、あとは昇給していかないとか、大事なものを見失いそうだから、そうなる前に今環境を変えたいって、職場そのものを変えたい。もしこれが逆で出てきていたらノーっていう風に捉えるんで、そしたら転職じゃなくて今の会社の状況を変えたいっていう風に思ってるっていう風に言えるんですけど、政治できたからもうイエスで取って、もう会社を変えるっていう意味で、そして会社を変えることによって自分自身のまずメンタルがまず安定させたいっていうのがまず一番あるのかなって、ストレスから解放されたいっていうのがあるかな。で、あとは転職するんだったらもちろんね、もっとね、自分にとってより良いもの、より良い条件のところに移っていきたい。あとは心当たりがあるんじゃないかなという、もう転職するんだったらこういうところとか、もう具体的にここみたいな、誰かの紹介を受けてるのかもしれないし、なんとなく自分の中にあるんじゃないかな、ここみたいなところが。で、とにかく今はこのあなたの転換期ですね。じゃあここはやっぱり今の状況を見ていくと、やはり人生の転換期として大きく捉えた方がいいかなと思います。今あなたのサイクルが変わっていくとき、転職大いに可能性あるし、考えてらっしゃるんじゃないかなと。はい、では今ね、ここはっきりとイエスオアノーで出したので、この時点でいや全く違うという方は、もしよろしかったら他の選択肢も見てみてください。今ここはっきり出したので、このイエスっていう風に流れで見ていきますね。まずじゃあ、あなたが転職を考えてるってことを踏まえた上で、まずこれはじゃあ一回置いといて、ここですね。今現在の職場でのあなたの評価、周りからどのように評価されているのか、まずこれをもらっていきます。周りからどのように見られているのか、どんな風にあなたが仕事をしていて、そこをどういう風に見られているのかっていうところをもらっていきましょう。はい、1枚もらっていきます。カップの4がね、ズバッと来てますね。はっきり言って今の仕事にやりがいを感じない、やりごたえ感じないっていうのが正直あるんじゃないかなって、あなたの中に。で、それがそのまま周りにもそのように映ってるんではないかと。最近何か考え事をしていて、何について考えてるのかちょっとわからないけど、何か仕事に身が入っていないように周りの人からも見られているし、あとは、そうだな、考え事してるようにも見えるから、やっぱり考え事してるよねとか、あの人何かいつも最近ずっと考えて何かね伏せがちだよねとか、そのように見られているのかな。座っているので、座ってることが全てではないんだけど、立ち上がって何かね、例えば走ってるとか動きがあるようなカードではない。動きはね、なくはないんですよ、このカードは。実はねないんですけど、周りの人から見たら積極的ではないなっていうのが、正直入ってくるかなって。あと、考え事していてチャンス逃してるなっていうのも周りから見られているので、何度か今まであなたの例えば今の職場に対する不満とかを解決するチャンスがとかね、転機が訪れていたと思うんですね。何度かあったんですよ。誰かからアドバイスもらったりとか、助けの手をね受けたりとか、
協力をもらったりとか、誰かがあなたに何とかしてあげようみたいな、風にね思ってくれる方がいて、あなたに手を差し伸べたんだけど、でもあなたはそこに気がつかなかったのか、逃してしまったのか、現状が変わらなかったっていうところが出てきているのかなって。あなた目線で言えば変わらない、現状変わらないよなって、正直やりがい感じないよなっていうのがあるかな。周りの人から見てもやっぱりあなたのその表情っていうのがすごく伝わっているっていうのが見えていますね。なるほど。では、まず周りからの今のあなたの評価を見ていった後に、では今の職場であなたが一番評価されていることを見ていきましょう。またね、カード切っていきます。あなたが一番評価されていることは何ですか？あなたが一番評価されていること。はい、一番評価されていること、ワンドの8が出てきているので、確実性とかじゃないですかね。あなたが今仕事に対して、今のね職場に対して情熱を傾けられていないのであって、情熱傾けている時、あなたが今の職場ですごくやる気に満ち溢れていた時のあなたの一番の評価っていうのは、どんなことにでも対応していける力とか、あと状況とか、例えばね、いろんなお仕事の依頼とか課題とかがあって、そのことでプレッシャーに感じていたことがもしあったとしても、それを跳ねのけるぐらいの強い気持ち、強い姿勢っていうのがあったんじゃないかなって、積極的に取り組む姿勢っていうのが一番評価されていたのではないかというところにあります。何があっても動じなかったところとか、あとは耐える力とかね、そういうのもあったんじゃないかな、評価されていたのかなっていうのがあります。何かね、こう自分の与えられた仕事とか何か課題に対して一回挫折したのかな。すごく頑張っていたんだけど、すごく力を注いでいたものがあったんだけど、結果が伴わなくて情熱がなくなってしまったというか、そこに対しての活力を見出せなくなってしまったのかなっていう現状とかが見えてきているんですよね。あなたの中ではね、何かね、心折れるようなことがあったのかなっていうようなエネルギーを感じます。はい。では、周りから心配されていることを見ていきましょう。今現時点であなた周りから心配されていること何ですかっていうことを見ていきますね。ただこの現状とか、周りからの今の評価とか、一番評価されていることとかに少しギャップがあるので、現在は周りの人から見たら、あなた今ちょっとあなたらしくないとか、今までのあなたと違うなみたいな、心ここにあらずみたいなのを感じてらっしゃるのかな、周りの人っていうのがあるので、心配されてること、はい、心配されてること、バンドの6、そうですね、やはり挫折したのかなっていうのが一番入ってくるかな。期待に応えられなかったっていうことで自分自身責めちゃったところがあるんじゃないかな。周りの人が自分が失敗したことによって冷たい視線を感じたとか、あなたがねとか、成果を残せなかったことで周りの人が遠のいてしまったとか、そのようにあなたが感じる、自分が孤立してしまったとか、そういうことを感じるんじゃないかな。これ周りの人が心配していることでもそうなんですよね。あなたがやっぱりどこかで挫折か
現実と自分の理想と違うとか、何かズレとか失敗とかを感じて、今情熱がないような状況で、それを周りもすごく心配しているんじゃないかと思いますね。あなたが今心折れそうになってるんじゃないかって心配してる。で、あとは遠くに行ってしまうんじゃないかって、戻ってこないんじゃないかっていうふうに思ってるから、消えちゃうんじゃないかって。だから会社の中である日突然辞めてしまうんじゃないかとか、そういう不安も心配もしてるんですよね。そうですね、あなたがどんな風な選択をしていくのかで、これカップとかワンドとかなんですけど、青で続いてますよね。でこっちは赤とかなんですけど、これはね青で揃ってきてるんですよね。これもなんかちょっとね気になるところではあるんですよね。今の会社に対しての周りからの目で見ていくと青の背景なんですね。あなた自身は多分ね、転職を考えてる、今その自分のタイミングを待ってるとかね、今だっていう風に感じてる、まさにそのタイミングが今来てるのかなっていうところがあるんですけど、今の会社、そうですね、転職してなんかとにかくね心落ち着かせたいっていう風に言ってるので、そうですね、今の仕事に対してあなたが得るものとか学ぶものってあるのかって見ようと思ったんですけど、周りの人、そうですね、でもこれ転職ってなるとやはり自分の心っていうところがかなりね入ってくるので、ここね一つ、この日本昔話タロットさん、これ選択肢で3枚カード抜いてるので75枚で今見るんですけど、この中から教えを1枚もらいましょう。なんか出てきた。今のあなたに対する教えで、つなれた男でしょう。これかなり深いことを今あなたに伝えようとしてくれてるんですね、このカードが。この教えは単純なんですけど、どのように捉えていくのかっていうのがかなりね、この表現が難しいんじゃないかと。今この転換期に来てるので、どうお伝えしていくのか。これはこのベロタシチョンマっていう昔話なんですね。ちょっと聞き慣れないようなお話なんですが、気になる方はね調べてみてください。ベロタシチョンマから言えるのは、犠牲とか奉仕、そして将来報われる苦労っていうのを表しているんですね。誰かを助けるための未来ある犠牲を表すカードっていう風に言われているんですよ。今試練の時だったりとか、自分の犠牲とかっていうね、犠牲を払ってでも誰かの成功を願うことだったりとか、その誰かのための自分の犠牲だったりとか、あと現時点での妥協とか、将来報われる苦労っていう風に出てくるので、そう、でもただこの釣られてる人は、ベロを出して大丈夫だよっていう風に言ってるシーンなんですね。明るく振る舞ってるんですよ。自分が縛られて今にもこの槍で疲れそうな時に、舌を出して大丈夫大丈夫って家族とかをね励ましているっていうシーンなんですね。でこれが今この何かね、この今の職場に対する教えとして1枚何かくださいって言われた時にこれが出てきた。捉え方で変わってくるんですよね。例えば誰かのための犠牲とかっていう言葉が出てきたので、それをせずに今自分の意思を優先させてもいいよっていう風に言うのか、ただね我慢して今の職場に残るべきっていう風には感じないんですよね。こう誰かのために自分が犠牲になってるっていう風に思ってるんですかね、あなたが今の職場で何か自己犠牲を感じてるとか。ここもねやっぱりそんな感じ、なんか結果が残せなかった、誰かの成功のために自分がこらえたところがある、我慢したところがあるとか、自分を犠牲にしてでも周りの環境を良くするために何か尽くしたけど、その尽くしたことが誰にも知られなかったとか、誰も認めてもらえなかったとか、そういう気持ちもあったのかなっていう方がエネルギーとしてはね感じてくるんですよね。
何か教えを1枚くださいとは言ったんですが、ただ自由になりたいのかなっていうのが、なんか辛いのに辛いって言えないような状況なのかなって、今の職場がね。でいつの間にか辛いって言えないことに慣れてしまっていくうちに、情熱がそこにね出てこなく、湧き上がってこなくなってしまった、熱意がね自分の中で湧き上がってこなくなったのではないかというふうに私は読んでいくんですが、では今の仕事に対して学ぶものとか得るものありますかっていう質問に対しての1枚は飛ばしていって、ではそうですね、多分ねもうすでにねこう転換期を迎えていて、多分その流れに乗っていった方がうまくねバランス取れると思うんですよね。自分のバランス取るために何か新しい仕事、独立、自分でお仕事始めるとか、何か自分で作り出すって方もいるかもしれませんね。転職に対しての未来をもらっていった方がいいような気がするので、ここに対してもらっていきましょう。今後の流れもらっていくんですが、ちょっとこの前に収入と仕事のバランス見ていきましょう。今あなたの中で例えばここ、収入に見合ってないとかね、そういうのがワードとして出てきたので、今の職場に対して収入のバランスってどうなってるのか見ていきましょう。はい、もらっていきます。やっぱり青なんですね。青で統一されてくるんですよ。ワンドの7、周りからたくさんのねワンドが下から突き上げられていて、で自分は丘の上に立ってるので、ある意味優位って言ったら優位な立場にはいるんですけど、ただこのカードを見てると攻められていて、下からね、攻撃されていて、守りの姿勢、守っている、なんとかこの立場を守っているっていう感じがするので、収入と仕事のバランスで見てるので、まだねなんとかギリギリっていう感じがするんですよ。収入に対してすごく不満があるわけじゃないんだけど、この先考えるんだったら自分の立ち位置危ういなっていう風にあるんじゃないかなっていうのが正直なところ出ているような気がしますね。バランス今はね取れている、ような気がするけど、ちょっと油断したらぐらついちゃうとか、それが収入源につながるとか、なんかこう自分の立ち位置が危うくなるようなことにつながりそうっていうのがあるかなっていうのが感じられますね。この先思うようにいかなくなるかもっていう不安っていうねエネルギーを感じるので、どうしても全体的に青っぽくなっていくんですよね。ではここの今ねバランスちょっとギリギリだよっていう感じがするので、転職していったら今後の流れどうなるのか見ていきましょう。多分もう気持ち的にはあなたの中で新しい環境、もうはっきりとこれ転職イエスはノーで決めてるので、今もう転職に向かってお話進めていくので、転職したらどうなりますかってことでカードをもらっていきます。細かくもらっていきましょう。ここは1ヶ月おきに。はい、まず見ていきます。やはり1ヶ月目安らぎのカードが出てるので、束の間の休息っていう感じ。やっぱりこう心の休息を一番に求めているっていう風に言った通り、1ヶ月目は自分のまず心を癒す時間を作るんじゃないかなって。つまりもうすでに転換期が来ていて、1ヶ月後には自分の安らぎが得られているので、ストレスから解放されるとか、もうね縛られているものからもう解き放って、自分の思うように今心解放できている、落ち着いてるっていうね明るい色合いのカードが出てきていますね。2ヶ月目見ていきます。安心できる場所、時間っていう感じがする。2ヶ月目はソードの A と聖地では、
3ヶ月目がペンタクルの6正位。はい、4ヶ月目も見ていきましょう。ソードのナイト正位、全部正位で入ってきますね。これ正逆採用で見ていくカードなんですけど、転職のこと聞いていくと、正位がいいわけじゃないんですけど、揃って出てくるなと思って、今度は逆でソードのエースが入ってきてるので、12345 6ヶ月先ぐらいまで見ていきましょうか。ここからカップの8が入ってきていますので、この最終的にカップの8で終わるのが少し気になるところではあるかなと思いますね。まず1ヶ月目はお話した通り、まずはっていうところですね。ほっとする時間があるのかなと。ただ2ヶ月目になるとやはりどうしても縛りが出てくるので、ごめんなさいね、今キャンドル補充させてくださいね。今一回ここカットしますけど、カード触らないので安心してください。はい、お待たせしました。では続けていきましょう。ここ何か縛られていたりとかするので、なんて言うんでしょう、ごめんなさいね、さっき束の間の休息って口から出ちゃったので、まさしくその通りで、まずは一回自分の心休める時間持つんですけど、その後ふと現実に戻っていくというか、心が解放されていって自由になって落ち着いて現実に戻ると、あれなんだか自分身動き取れないぞみたいな現実が見えてくるっていう2ヶ月目が出てくる。あとは思っていた通りに物事が進まないってこともあるかもしれない。あなたの中ではある程度見通しを立てて転職に向かってやっていこうと思った、進めていって、確かに最初は落ち着くんですよ。リラックスできる、休めるんですよ。ただ2ヶ月目になると思った通りに物事が進まないとか、例えばお話もらっていたんだけどそれが進んでいかないとかね、あとは自分自身縛ってしまっているところもあるので、転職に対して例えばつてがなかったとして自分でゼロから探し始めるとしても、あれこれ自分で条件をつけてしまっていたりとか、自分の中でね自分自身制限をつけてしまっているようなところが出てくる。いろいろ条件をつけるんじゃないかなっていうのが感じられますね。次の職場はこういうところがいいとか、いろいろ見てしまうのかなっていうのがあるんですけど、ただね3ヶ月目ここペンタクルの6でしょ。でこれ平等とかね分け与えるとかっていうカード、そして123 4ヶ月目にソードのナイトで進んでいくってね、自分で意思を持って行動してアクションを起こしていくっていうのがここ流れとして入っているので、ここら辺でかなりねいいと思うんですよ。ここ3ヶ月目あたりで転職にいいきっかけがあるんじゃないかな。紹介してもらえたりとか、誰かを通してね仕事が見つかるとかっていうのもそうですしね、人っていうのもあるんですけど、与えるものと与えられるもの、雇う側雇われ側っていう見方ももちろんできますし、あなたにとってコインをね与えてくれる、しかも天秤も持ってるから平等に、そしてバランスよくっていうね、あなたの条件に合うような仕事が見つかるとか、採用してもらえるってこともそうだしっていうような見方の方がいいと思うんですよね。自分にとって条件のいい職が見つかるんじゃないかと。でそれに向かって行動していく勢いのあるカードがここで入ってるんですよね。打って変わってここで勢いが出てきているので、もう今の職場では感じなかった、今の現状は感じられない、出てこなかった意欲、情熱とか行動する気持ちとかね、そういうのがここ転職を考えた後、今の職場を離れた後の4ヶ月目あたりですごくね行動力のあるあなたになってるんですよね。勢いがすごくあるんですね。
なので、もし3ヶ月目、この1、2、3ヶ月目ぐらいでもし新しい職に就けなかったとしても、4ヶ月目すごく行動に起こしていくんじゃないかなっていうのがあります。もう新しい職場に向かってとか、新しい目標に向かって、もう一筋の道ができていて、ただそこに向かって自分は動いていく強い意志があるっていうのがね、現れていますね。流れはすごく勢いづいてくるんですね。ただ5ヶ月目になっていくと、今度はここですね、ソードのエース逆で入ってるので、掴めるはずだったのにって目標に向かって頑張ってきたんですが、ここで一回肩透かしを食らうというか、掴み取っていこうと思っていたものが思ったように掴めない、なかなか届かないとか、掴めないんじゃなくて届かない、まだ時間がかかるぞっていうねところに入ってくるんですね。そういうフェーズですね。あとはもしかしたらここで周りが見えていないっていう可能性もある。すごくね、一つに向かって勢いよく行くから、逆境にすごく強いんだけど、でも周りが見えていない、周りがあなたに追いついてこないってところで差を感じるかもしれない。自分のこの気持ちに体がついてこないとか、気持ちばかりが先走ってとか、自分ばかりがすごく勢いがあるんだけど周りがついてこない、周りの状況が自分の気持ちについてこないとかっていうところもあるかもしれない。もしこの3ヶ月目で新しいお仕事が決まっていたとしたら、ここすごく頑張るんだけど、仕事、新しい職場でね、すごくやる気に満ち溢れて、よーしやるぞって向かってわーってすっごく勢いよく目標を持ってやっていくんですが、すごく頑張ったんだけど、なんかこの次の月になるとなかなか結果が伴ってこないとか、自分の中で決めてやろうって思っていた気持ちに対して迷いが出てきてやるとか、決められないってね、スパっていう風なカードの逆なので、スパッとしない、すっきりしないっていうね感じのことをあなたが思うんじゃないかなって。そしてここ6ヶ月目になるとカップの8なので、これは自分の今までね積み重ねてきたもので、ある意味もう今この時点ではあなたが、もうここではね、自分にとっては必要のないものを置いていって、自分は新しいところへもう次へ次へって行くんだって、向かっていくんだって言われてるカード、明るい方へ向かって自分が進んでいくんだっていう風にね言われてますね。本当に必要なものや欲しいものがここでやっとわかるとか、この経験をしたからここで何が本当に自分にとって必要なのかとか、そういうものが見えてきて、で一度何かね、ここで目標を立ててやってきたことを結果がうまくいかなかった、だけどここにこだわっていてもしょうがないよなっていうふうに気持ちが切り替わっていくのか、ただ新しい意味で好転していくっていうような、そういう意味では本当にやりたいことが見つかるとか、本当の目的がまたね見つかって、それに向かって歩いていくっていうのもある。夜の中一人で向かっていってる、夜明けを待つ前に行ってるので、ちょっと後ろ髪引かれるところはあるかなとは思うんですけど、でも自分はもうこうなんだっていう風に自分の中では整理つけてるのかなっていうところがあるので、このあたりちょっと気になるかなっていうところはあります。そうですね、転職していったらあなたが得られるもの、学ぶものをもらっていきましょう。まず1枚、転職したら得られるもの、学ぶもの。まず1枚をフールね、赤いカードが出てきました。フールはもうね、解放とかね、自由とかね、自分のやりたいことやるんだっていう風な明るい未来に向かってやっていくんだっていうね、とにかくもう純粋に本当に何にも縛られることなく自分で自分の道歩んでいくんだっていうカードが出てくるので、これがあなたが転職をすることで学んでいくこと、得られるものだから、
本当の自分の解放感だったり自由感だったりとか、とらわれない、常識に縛られない自分のやり方って、心一つ身軽でやっていくんだって、夢を持ってやっていくんだってことが出てきているので、あなたの望みって本当はこういうところにあるんじゃないかなって。今すごく苦しくて縛られていて結果が出なくてって、なんかやりがい感じない、今転職するべきなんじゃないかって感じている。で、転職してまず気持ち落ち着かせたい、ゆっくりしたい、まずストレスから解放されたい。で、その後に次の仕事をしていくんだったら全く違う職種を選ぶんじゃないかなとか、全く違う、環境、今の環境全然満足してないから、環境と自分が相性のいいところを選ぶ、環境次第ってことも考えてるかもしれないですよね。ちょっと気になっていることがあるんですよ。あなたが解放されたいっていうのはすごくね伝わってくるんですよね。で、もちろん解放されるでしょうっていう未来も見えてるんですが、少し気になるのが、転職もしかしたら何回か繰り返すような気もするんですよね。なのでそのあたりについて結果をまずもらいたいんですよね。まずもらいたい。でもところどころ補足でももらいたいから、どうしようかなって少し悩んでるんですね。一つ一つに対してのアドバイスをもらうか、一つ一つのアドバイスもらっていきましょうか。まず2ヶ月目から先を全部通してアドバイスもらっていきましょう。一気に出していきます。はい、まず2ヶ月目とらわれているような気がするとか、自分で条件をつけてる気がする。3ヶ月目何かチャンスがやってきそうな気がする。自分にとって条件のいいような好条件っていう感じですね。そのようなお話が舞い込んでくる。4ヶ月目すごくそれに進んで取り組んでいく。5ヶ月目なんかスパッと自分の気持ちがすっきりしない、なぜか。そして6ヶ月目新しいところへ行こうとしている、何か切り替えているという流れで補足をもらっていきます。まず2ヶ月目からどんどんとめくっていきます。ペンタクルの7、はい、3ヶ月目に対するのは、つなれた男。はい、4ヶ月目に対してはジャスティス、強いですね。はい、そして5ヶ月目に対してはペンタクルの5番。はい、では6ヶ月目に対しては、ペンタクルの6、同じカードが出てきていますね。こことここ出てきています。いや、転職されるんじゃないかなって、この半年の間に何度か、少なくとも2回転職のチャンスがある。2回転職するかチャンスが2度来るかっていうところではありますね。どのような選び方をするのは全て、これはねあなたの自由ですっていうことがここで大きく出ているので、どんな選択をするにしろ、今自分が解放されたいとか、このようにやっていきたいっていうこの自分の道っていうのをまず一番に優先に考えて選んでいってねっていうふうに言われているので、まずそれを念頭に置いた上で2ヶ月目から見ていきましょう。なんで縛られていると思っているのか、自分自身の成長を感じられるような職場が見つからないとか、状況、そういう状況ってことかな。諦めそうになってる、いろんな条件をつけたりとかしがちなんですよね。もうね、あまり窮屈さを感じたくない職場で働きたいとか、人間関係にとらわれたくないとかで、あとは確かな成果を残したかったりとか、自分が結果を残せるやりがいのある仕事をしたいとか、そういうことをすごく強く感じるのかな。収入とか、もちろんねすごくね収入も求めていますし、やりがいですよね。自分がやりがいを感じる仕事がいいって、いろいろ多分ここで自分の理想とか条件っていうのが出てくるんですよね。条件つけるのが悪いわけじゃないですよ。だってお仕事って一生働いていくものだから、できる限りね好条件で働きたいって思うのはみんな一緒ですので、
ただこの2ヶ月目はこの自分の立てた目標とか、こういう職場がいいなって思ってることに対してまだ結果が出てこないっていうのがあるかなと思います。ただ3ヶ月目になると、いやいや待てよ待てよって、物の見方を変えて、やっと頑張り続けた甲斐があったぞって、待った甲斐があったぞって、ここで恵みが出てきた、恩恵が出てきたぞっていうのが現れているんですね。まずここでチャンスがやってきます。あなたが何か目標とか希望とかっていうのが見えてくる3ヶ月目ですね。で、そのためにある程度ね、自分が例えば我慢しなきゃいけない、それは自分が飲み込める程度の我慢ですよ。すごくいやいやじゃなくて、妥協できる妥協点が見つかるんじゃないかなと思って、この自分の条件とか目標に対しての妥協点ですね。最初はこの人たちみたいに膝をついてお金をいただく立場で、お金をいただいてるんだっていう風な思いで、そしてちょっとねボロボロなお洋服着ていても、最初はこれでいいんだっていう風に妥協できたりとか、今はねこの方みたいに立派な格好をしてないかもしれないけど、最初はこの見習いの状態から始めていくんだっていう初心に帰ることができたりとか、ゆくゆくの成功を願って今はねゼロから始めていくんだっていう気持ちに切り替わっていけるんじゃないかなって。とにかく今ちょっと妥協して、ある程度我慢してやっていけば転職できるチャンスが出てくるとか、そういうこともここで入ってきていますね。後々になって大きな変化とか、あなたにとっての成果っていうのが出てくる時でもありますし、乗り越えられるものだよっていう風に出てきていますので、だからつまり妥協点が見つかるってことかなと。納得して、それなりの条件のところでお仕事が見つかるとか、チャンスが出てくるっていうのが出てくるんじゃないかなと思います。で、あとは4ヶ月目、この勢いのあるカードに対してジャスティスが出てきてるんですよね。で、天秤続きなんですよね。ここね、かなりこの天秤がね、1、2、3枚出てきてるんですね。ここのあたりですね。なので、あなたが計りにかけるとかかけられるとかね、逆にっていう瞬間が現れる、結果を待つことだったりとか、自分自身がどっちにしようかなっていうふうに思ったりとか、揺れたりとか、バランス取らなきゃなって思ったりとかする瞬間が要所要所出てくるのかなと思います。そしてジャスティスとソードのナイトは共通して刀を持っていますよね。これは自分がどうあるべきかっていう己の正義とか信念とかね、ここも信念を貫いていく、やっていくんだって、行動に起こしていくんだっていうところなので、かなりこの4ヶ月目強いエネルギーが出てきているんですね。ここであなたの勢いがすごくね行動となって現れてくるんですね。意志がとても強く現れています。ただね、ここ勢いよく行動を移すのは OK だけどね、よく考えてって、普段通りできるだけ保って気持ちのコントロールが大事な時ですよっていう風に言われています。客観的に物を見ていこうねって、バランス取っていこうって、中立な立場なんですよ。ジャスティス、正義っていうのは裁判官なので、何かの判決を下す人でもあるんですけど、中立的な立場で物事を見て判断していかなきゃいけないし、いろんな人からの話を聞いて真実はどこにあるのかっていうのを自分の中で答えを出していく。しかも公正に公平に、これもね平等にっていうカードがあるので、いかにこの天秤があなたにとって重要なものなのかっていうのを表してるんじゃないかというふうに出てきているんです。天秤っていうのは仕事と収入のバランスのこともそうかもしれないし、いろんなところでねこの天秤っていうのがかなりね出てくるんですよね、人の心のところに。で、コイン、お金のカードのところでも天秤が入ってきていて、自分のね己とは何ぞやとか、己のね信念とはみたいなところにも天秤が入ってるので、周りの声を聞いて判断すること、プラス収入とかっていうところにも関係しているようなことで、あなたの中で重要なヒントがここに現れているんじゃないかなっていうのがここで感じられています。はい、なんか何事もね平等にとか客観的にとかね、そういうことが求められているんじゃないかなっていうのがあります。
そうですね。感情で全てをね、行動に移すだけではなくて、より客観的に物事を捉えながらっていうのがあるので、ここはちょっとね、教えてくれる補助で入ってくれてるかなと思います。では、ここですね、この5ヶ月目、ちょうどのエースに対してのペンタクルの5番なので、これね、吹雪がないんですけど、普通のカードだとすごくね、吹雪の中ボロボロで怪我をしている人たちが歩いている、もう歩けないよっていうカードでもあるんですね。これ5ヶ月目で帰ってきていて、やはりここ5ヶ月目厳しさを感じるんですね。チャンスがあって掴んで進んでいったとしても手応えを感じないっていう風にあなたが感じてる。なぜか思ったより厳しい状況だったりとか、何かね、自分が少しね、苦しい立場にいるんじゃないかって感じるんだって。それはメンタルでもそうだし、あと疲れ、肉体的な疲れ、疲労が出てきやすい時、疲れやすい時でもあるんだっていうのがここで入ってきてる。でもちろんこの心身の、健康状態だけではなくてお金のことも言ってるんですよ。ここであなたの貯金が尽きるとか、こう転職したことによって一時期はね、気持ちが解放されて楽にはなるんだけど、その分ここ辞めたばかりの時って収入がない状況でもあるので、お金的にじゃあ収入バランス取れてますかって言ったら、だんだんね、早く仕事つかないと収入なくなって生活できなくなっちゃうっていう焦りとかも出てくるんですよね。で、収入いいところみたいに感じで見ていくと、なんか思ってたのと違うなみたいな感じになりやすくなるんだっていうのがここの5ヶ月目で出てきているんですね。あなたの求めている条件すべて揃うような結果にならないかもしれないよっていうのがガツッとここで出てきていますので、ここ一旦何かを手放すとか、自分を成長するためのものを見つけていく段階ですね。何か断捨離とかっていうのも入ってるので、断ち切ることとかね、そういうことが必要になってくる。では何をっていうところがあるんですよね。こちらのカードはね、無理しないでねって言ってるように感じるんですよね。頑張りすぎたのかなって。ここ一時期落ち着いてゆっくりほっとして、その後すごく頑張るんじゃないかなって。ただその頑張りすぎてガス欠を起こすというか、いろんなところからメンタル、体、疲労感、何かお金のことだったりとか、生活のこと、住居のこととかで何か余儀なくされるようなことが出てくるような感じがするので、無理しないでねっていう5ヶ月目な気がするんですね。で、6ヶ月目も見ていきましょう。ペンタクルの5でペンタクルの6で入ってきてるので、やっぱり流れとしては続いてるんですよね。5ヶ月目、6ヶ月目、とてもここ共通性が高いですね。人間関係の見直しっていうのが6ヶ月目で入っています。もうこれね、はっきりと出ているんですよね。どこか損得とかで何か物差しで物事を考えていた傾向が出てきたのかもしれません。このあたりで。収入を求めていたりとか、自分にとって得するものとか、これをやったら損するんじゃないかとか、どこか自分の物差しができてしまっていたのかもしれない。なので、まず一回その物差しを一回ね、手放してみよう。そしていつもだったらというか、このあたりだったらどちらかというと、どうすれば自分がより得になれるかとか、より裕福になれるかとか、もっと健康体でいられるかとか、どちらかというと自分のことにフォーカスしやすかったりもするんですよね。だからここで周りの意見をねっていう感じで天秤が入ってくるのかなっていうのがあるんですよね。周りの意見聞きながらっていうこのジャスティスのカードですね。で、やっぱりどうしてもこの自分のものの見方ばかりで物事判断しちゃうと、周りの意見取り入れないと、このね、裁判官ジャスティスみたいに物事を公正に判断することができなくなっていきますよってことが現れています。あらかじめここで教えてくれてるんですよね。で、6ヶ月目カップの8とともにペンタクルの6が出てるので、今一度見つめ直してみよう。
人間関係をっていうことが言われてる。で、人間関係だけじゃなくて相手を思いやることだったりとか、一度立ち戻ってみて自分目線だけになっていなかったかなってことを振り返りながら相手のことを思いやったりとか。ただ、転職のチャンスってここでもあるんですよね。6ヶ月目でも。もし3ヶ月目チャンスが通り過ぎてしまったとしても、また6ヶ月目で転職のチャンスがやってくるんですよ。ただこの転職のチャンスが現れて自分が実際じゃ転職できるかどうかっていうのはあなた次第っていうのが出てるんですね。あなたがどれだけ自分の、分かりやすく言うとね、自分のこだわりだったりとか、さっき言ったみたいに物差しだったりとか、傾きすぎていた自分のところのこの天秤の重りを少し軽くできるんだったらねっていうのがここで、これできればね、これね、条件つけない無条件っていうことで見ていきたいんですけど、これ逆にでも条件つけられてる、突きつけられてるような気がする。2度目なので、2度ここに来てるので、2度目は今度はね、こちらはどちらかというと与えてもらってるとか恵みもらってるみたいなイメージがしてたんですけど、こっち逆に条件つけてもらって、そしてようやくっていうところが出てきてるので、あなたの中の天秤を平等にしていけるんだったらねみたいなことを言われてるように感じるんですよね。それを手放していけるんだったらあなたは新しいところへ向かっていく。新しいところっていうのは新しい職場、新しい土地かもしれないし、自分の気持ちが心機一転するのかもしれない、魂のレベルアップなのかもしれないけど、ここで一つ山を越えていくでしょう。そのための鍵となるのがやっぱりこの天秤っていうところですね。はい、他人を思いやる気持ち、そして周りの気持ちを聞いて客観的に公正に判断していくところっていうのがポイントとして入っています。少し話が長くなりましたが、では転職していくこの流れで見ていくと、ではその収入とお仕事のバランスどうなるのかもらっていきましょう。はい、ではこちらからもらっていきます。結果的にあなたの満足できるような収入とお仕事、バランスのいい転職ができるのかどうか。2番の方は転職っていうのがはっきりと出てきてるので、転職後の収入と仕事のバランス、はい、もらっていきます。エンペラーなので理想とはまだねかけ離れている、まだ現時点ではっていうのが出てきています。現時点ではね、あなたはまだね王様にはすぐにはなれないけど、でも自分の世界を作ったり持つことはできるってことが言われてる。で、あとは頂点に上り詰めていくのかどうかっていうのはやはりこのさっき言ったポイントだったりとか、あとはここですね、基盤で考えていただきたいって言っていたこのフール、自分らしさ、純粋に思う気持ち、自分がとらわれない自由な気持ち、ここにまたね立ち返っていく、ゼロに戻っていくっていうのがね出ているので、これを基盤にした上で、ではそのポイントとかも抑えつつやっていって、すぐにはね自分のものにはできない、自分がすぐに一国の主にはなれないけど主になれる可能性をすごく持っているからっていうのが言われてる。だから最初はやっぱり下積みみたいな感じで、見習いとかね修行のみたいな感じで、最初は収入が思ったよりはね少ないとか、思ったより仕事量が少ないとかっていうところがあるかもしれないけど、この後伸びていく可能性があるよっていう風にはなっています。そして色的には赤いカードが出てるので、やっぱり今の職場ってどっちかっていうと青なんですよね。で、青が良くて赤がいいとかではないんですけど、はっきりとこの青と赤っていう風に出てきてるので、かなり今の状況とガラッと変わっていくんじゃないかなっていうのがもう色味で感じられます。ではね、アドバイスのカードを1枚タロットからもらっていきましょう。日本昔話タロットさんから1枚ねもらっていきましょう。この日本昔話は昔話に沿って作られているタロットカードで、昔話っていうとね昔から言い伝えられているものとかが多いので、かなりそうですね教えをいただけることがあるんですね。ジェ
全体を通して1枚、フールのカードが出てきた。あなたらしくあること、そしてやっぱりね、ゼロからっていうのがあるんですよね。最初から全て求めてはいけないっていう、このわらしべ長者なんですね、これは。で、わらしべ長者、お話皆さんね、有名なので知ってらっしゃると思うんですが、一本のわらから始まって、いろんな人とのやりとり、コミュニケーションを通して物々交換をしていくんですよね。いろんなものと交換していって、より良いなんかね、運にも恵まれて自分の好条件なものと交換したりとか、こんなものがって思ったものがいいものと交換できたりとかしていって、ゆくゆくはこの方は長者になっていくっていうわらしべ長者のお話ですよね。フールがやっぱりアドバイスとして入ってきているので、かなりこのね、フールが強くね、出てきているかなっていうところはありますね。では、このわらしべ長者から、何かね、お言葉をいただこうかなと思うんですが、無一文、ね、お金持ってない若者ですって。でも何にも縛られず、自由のみ。そう、お金はないんだけど自由のみ。だけど同時に無限の可能性っていうのも表しているカードでもあります。束縛されていない自由なカード。完全のように見えるけど不完全。不完全のように見えるけど完全。っていう風に言われているカードですね。危険な崖の上に立って危なっかしく見えるんですが、自由とは、自由人とはっていうところがね、現れていますね。自由とは選択肢の数ではなくて、自分で決めて自分で歩むことです。危ないことも失敗もすべて自分で解決すること。困っても乗り越えても自分の運を信じる。どのように掴み取っていくのか、一回ゼロに戻すのももちろんありだし、ゼロの状態からどのように自分で進んでいくのかっていうね、この自由の選択肢はたくさんあるんですよ。自分で決めてやっていける自由さがあるんですね。で、それをどういうふうに生かしていくのかっていうのも、すべてあなたのやり方でね、全部ね、変わってきますよって。たとえそこで失敗したなって思っても、またゼロに戻ってもいいしっていうようなお気持ちを持つことと、とにかく縛られたりとかするのが窮屈だなっていうふうに感じられているのかなっていう、のが入ってくるので、独立されてもいいんじゃないかなっていうのは正直ありますね。ただペンタクルの6が2枚出てきているで、ジャスティスも出てきているので、独立するにあたっても、自分が雇う側雇われ側どちらになるとしても、必ず誰かとのこの関係性っていうのは出てくるので、自分一人だけで何かをするんじゃなくて、必ず誰かの助けを求める時が出てきたりとか、誰かが助けてくれたりとか、この対人っていうね、関係性が必ず出てくるので、相手を思いやる気持ちっていうのを常に持っていくことっていうのもありかなっていうふうに出ていますね。そしてこの選択していただいたカードからは、あまりね、意味を取らないようにしようかなと思ったんですが、これは羽衣伝説の天女を表している、月に昇っていく天女をね、表しているカードですね。選択肢なので意味は取っていかないつもりではいるんですが、自由に飛んでいるように見えて、そこにはちゃんとした意志があるのかもしれないし、向かってる方向と違って後ろを向いているので、少しね、後ろ髪惹かれるような思いもしてるかもしれないしっていうところはあるんですね。ただいろんなやっぱり迷いっていうのは仕事だけじゃなくて人生のつきものなので、その中でどのように立ち戻っていくのかとか、どんな風に決めていくのかとか、自分がどういう風にね求めていくのかっていうのも全部何もかもね、全てが自分の力だけでやっていけるわけじゃなくて、わらしべ長者みたいに誰かを通じて自分が成功していく、うまく乗っていく、軌道に乗っていくんだってことをね、これだけはっていうところがね出てきているかなっていうのがあるので、この天秤とか自由とかね、自分のやり方っていうところもどちらもそれのバランスかな。自分らしさ、自由とか束縛されないってところと、あとやはりどうしてもね、仕事って
対人っていうところが出てくるから、そのお付き合いの度合いだったりとか、収入と仕事のバランスとかね、そういうことがねアドバイスとして言われてるかな。この客観的にね物事判断するとかね、こういうのがアドバイスとして入っています。どのように浮かんでいくのか、どの方向を向いていくのかっていうのは全てあなたにね選択権、もちろんねあなたの人生ですので、どういう風に動かしていくのかっていうのはもう全てあなたがやっていけるんだよって。とどまっているのもよし、動くのもよし、立ち戻っていくのもよしっていう風な流れができています。ただ今回は今の現在の職場でのあなたの評価、そして評判っていうのを見ていって、2番の方はねはっきりと転職って出てきたので、転職したらどうなるかっていう今後の展開も見ていきました。何かこの中から一つでも心に残るメッセージがあればお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。またいつも応援のコメントをいただき本当にありがとうございます。励みになっております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はリクエストをいただきました。ありがとうございます。お仕事リーディング、現在職場からの評価、評判について見ていきます。はい、今回はお仕事リーディングということで、カードをシャッフルしていきましょう。はい、申し訳ありません。私花粉症がありまして鼻声になっております。だんだんとね耳も遠くなってまいりました。はい、もしお聞き苦しいところがあれば申し訳ありません。ではシャッフルしてまたね見ていきましょう。今回はこちら選択肢でもタロットカードを使用しています。日本昔話タロットさんです。こちらはねご覧いただいたことある方もいると思いますね。過去に使ったことがあるカードですね。そして今ねシャッフルしているのが大正ロマンタロットさんなので、申し訳ありません。大正ロマンタロットさんなので、こちらは初めて使うタロットカードですね。なのでこちらに関しては一番最初は正位置で使うというふうに決めていますので、お初の場合は正位置でまずは仲良くなっていこうかなと思っていますので、正位置でやらせていただきます。そしてこの日本昔話タロットさんは私は正位置で見ていきます。でもう1種類タロットカード使っていくんですが、そちらは正逆採用で見ていきます。はい、そのように今回はいろいろとやり方を変えながら見ていきます。そして選択肢ごとに、出すカードの枚数とか内容が変わってくるので見ていきましょう。まずは今の現在のお仕事の状況を見ていきましょう。あなたの現状ですね。今どんな現状にいらっしゃるのか、もしこの現状をご覧いただいた上で、最初に何か違うなというふうに感じた方は違う選択肢にも行かれてみてください。はい、ではまず出していきますね。エンプレスが出ているので、正直満たされている気持ちもするけど満たされていないというか、っていうところがあるんじゃないかなと。もうちょっともらっていきましょうか。デビル、周りのこと気にしたりとかしているんじゃないかなって。大アルカナ2枚入ってるので、今の状況的に結構周りの目を気にしていたりとか、周りからの評価っていうのを気にしていたりとか、あと自分の理想となんとなくね周りから伝わってくる空気感が違う、ギャップを感じてるとか、そういうところも出てるのかなっていうのが見えてきています。迷いとか、わかりやすく言うと迷いとかが出てきてるかなっていうのがある。
今の状況を変えたいっていう気持ちと迷い、そして周りからのギャップだったりとかっていうのも感じてる。もっとなんかね、生き生きしている自分を頭の中では思い描いているんだけど、現実そうなってないなっていうギャップをちょっと感じますね。じゃあ今のお仕事って長く続けていけますかって、可能性的にはどうですかってところを1枚もらっていきましょう。女帝と悪魔のカードが出てるので、長く続けていけるかどうか、ここに対して今1枚出すんですけど、そうですね、じゃあ1枚出しましょうか。まずソードの10、解釈がちょっとねパターンがあって、ソードの10って苦しい状況をもうね抜け出していくって、かなり苦しかったんじゃないかなって。自由聞かないとか我慢してるとか、ギャップに対しての苦しみとか周りからの影響とかもかなりあったりとかして、苦しかったことがあったんだけど、そこから今抜けていくよっていうふうに言われているので、これがどんなところから抜けていくのか、長く続けられるってことなのか、それとももうね転職ってことになっていくのか、どういう意味で夜が明けるのかっていうところを深掘りしたいところではあるんですけど、まず最初に今の職場からのね、あなたはどういうふうに映っているのか見ましょう。周りから見えるあなたの姿ってどうなんでしょう。職場からの評価ですね。後でその何があったのかっていうのは、もし見えなかったら深掘りしようかなと思います。ペンタクルの10が入っていますね。あなたの中ではモヤモヤした気持ち断ち切りたいっていうふうに思っているけど、その状況が好転していくかどうかっていうもの、確証がまだないような状況ではある。そして周りからの状況、周りから見たあなたの姿ってもしかしたら浮いているってあなたが感じてるのかなっていうところが出ている。周りからそう見えているのかな。周りから見えている姿ですもんね。なんかね、周りの人に冷たくされてるっていう風にあなたが感じてるのかな。そういうイメージが入ってきています。だから辛いとか、なんかねギャップが感じてるのかな。現実と理想のギャップを感じてるとか、思った通りいかないっていう風に感じてるところがあるのかなっていうのが出てきています。周りから見たあなたですよね。そう、なんかね柔軟さっていうのを求められているところがあるのかなって。ただそれを今あなたに伝えたところで、あなたはすごく困ると思う。そんなこと言われたっていうところがあなたの中にはあるんじゃないかなっていうのがあるんですよね。では周りの人がそうですね一番評価しているあなたの部分を見ていきましょう。ただ今周りとうまくいっていないっていう感じがすごく入ってくるので、周りの人たちからそのうまくいってるいってない関係なく、あなたのお仕事で一番評価されていることって何でしょうっていうのを見ていきます。ここにもあったので待ってくださいね。もう一度やり直しましょう。周りから見たあなたの評価、本で見せてくれていないとかね。でもそれってあなたの元々の性格じゃないんですよね。そうさせてるの周りの状況じゃないっていうところがあるんですよね。周りからの評価、少しねあまりね明るいカードっていう風にエネルギーを感じないんですよね。今この3番をお選びいただいている方、正直このペンタクルの7っていうのが全選択肢で出てきたと思うんですね。ただこの3番の選択肢の方のこの
この瞬間にこの7が出てくる。あなたに変化を求めていたりとか、期待していたところがあったっていうのがすごく伝わってくるんですけど、なんか周りとあなたが噛み合っていないっていうのが出てきているんですね。正直なところなんですね。あなたも多分すごく周りのことで振り回されたりとか、縛りを感じたりとか、うまくいってないって実際思ってらっしゃると思いますし、傷ついてることもあるんですよ。多分ここに現れてると思うんですよね。うまくいってないって、チームワークうまくいってないっていうのが出てきているので、では逆に周りの人から心配されていることありますかっていうのも聞こうと思ったんですが、でも現状を見てるとちょっとね、あなたの中の今の現状と自分の頭の中で思い描いてる理想のギャップもあるし、周りとあなたの中のそのギャップとかズレとかっていうのもあるので、周りが心配していることを見るっていうよりは、あなた自身が周りの環境に対してもやっぱりソードの点、終わりの見えない先行きとか、そういうことも感じていて、もう立ち上がれないとかね、いうのを感じている。一山乗り越えたいんだけど、乗り越えていけるんだろうか、自分の今の状態でっていう不安とかもある。疲れてるとかね、すごくね、あると思うんですね。そこを改善させるための方法っていうのをもらった方がいいんではないかと思いました。ということで、日本昔話タロットさん、選択肢で3枚抜いている状態で見ていきます。ここから何かヒントになるようなものをもらっていきます。これは正位置で見ていきますね。ヒントになるようなこと、桃太郎なんでワードの点、苦しい強敵なんじゃないかな、赤鬼青鬼っていう風に出てきていて、桃太郎にとってはね、最終的なラスボスですよね。なんかもうこれ以上限界っていう強力な敵とかね、例えば鬼って桃太郎からしたら敵ですよね。相手、戦う相手、敵とか、あとは乗り越えるべき障害だったりとかもするんですよね。この鬼をやっつけて、つまり自分が乗り越えていけば、その先はね、周りの人に持って帰ってきた宝物を戻してあげるとかね、そういうことしてあげられる、みんなを守るためにっていう目標を掲げて、それをクリアするための障害として大きくここに出てきているんですね。鬼だけが描かれているので、すごく大きい存在、2匹の存在ですね。目標がすごく大きいとか、見えない、先行きが見えないこととか、ハードルっていうのがもうここで出てきている。重圧とか、でも力不足を感じていたりとかっていうのももう浮き彫りとなって出てきているんじゃないかっていうのがあるんですが、ただここでもう鬼がいるからもうダメだっていうんじゃなくて、桃太郎みたいに立ち向かっていくことで可能性少しでもね広げていくことができるよってことが実際あるので、桃太郎のように勇気を振り絞ってというか勇気を出して行動に起こして立ち向かっていけば、乗り越えていけるいけないとかっていう可能性が広がっていく。で、村人のように何もしなければもう可能性はゼロですよね。ただ10で入ってきてるから、10だけに重圧に耐えられないっていうこともそうだけど、その10が悪いわけじゃなくて、10ってタロットカードで言ったら2桁の一番最初の文字じゃないですか。1から9があって次10から始まっていくじゃないですか。数字もそうですよね。2桁で初めての数字になるので、一つね、1桁の数字が終わって2桁目に今入っていく新しい先ね、新しい始まりでもあるんですよね。今までのことを一つ区切りをつけてとか終わらせて、また次へ行くための、それをつなぐためのものでもある。それはでも9にも言えるから、10はまたそこで新しく生み出していくっていうイメージが入ってくるので、
今でもあなたにとってはすごく辛いとかすごいハードル高いことを感じてらっしゃるのかなっていうのがあるけど、諦めないでっていう風に言いたいけど、まだね、諦めないでって言われた方が辛いんじゃないかなって思うんですよ。あなたの中でどうしたいのかっていうのをカードをもらっていきましょう。どうしたいのかって、どうしたいもこうしたいも、まずこの剣抜いてくれよっていうところがね、一番最初に来ると思うんですよね。周りの会社、周りの、職場の評価がどうこうとか、周りが改善してくれればっていうところがあるんですけど、なかなかそれが改善できないから今の自分があるんだっていう風に私はすごく感じるんですよね。このカードたちから。あなたがそう感じてるんじゃないかと。そんな簡単に周り変わっていかないんじゃないかっていうところにあるんじゃないかなって正直感じてますが、その周りがね、改善していく、変わっていくっていうようなことを見ていく方がいいのか、あなたがどういう道を選んでいったらいいのか、どっちにしようかなって思ってるってことはどっちも見た方がいいってことだと思うので、まずそうですね、あなたがどういう風にしていけばいいのか、例えば今の会社でどういう風にアクションを起こせばいいのかとか、あとは今の会社じゃないような選択肢もあるのか、可能性があるのかとか、幅広く見ていきましょう。これね、はっきりした方がいいと思うんですよ。すごくはっきりした方がいいと思うんですよ。その方があなたのところに、ストンと来るものが、胸にね、なんかストンと落ちるものが、腑に落ちるものがあるんじゃないかと思うので、これ正位置でしか採用しないって言ってるんですけど、イエス・オア・ノーでやるときは制逆取っていきます。そして正位置の場合は質問に対してイエスプラスその出たカードの意味で見ていきます。で、逆位置で出た場合はノーという方向に対しての意見をもらっていきます。はい、ということで、あなたが今の会社で続けていくべきかどうか見ていきましょう。ただあなたの中では長く続けていく希望、先行きが見えないってところが正直あるんじゃないかっていうところはあります。ただその中でも続けていくのかどうかっていうのを見ていきましょう。イエス・オア・ノー。イエス。ワンドの6なので、諦めないで続けていけば必ず成功をつかめるよってことが出ていますね。すごく分かりやすく出てきました。ワンドの6、勝利をつかみ取るんですよ。あなたが今度は周りを引っ張っていく立場になる。周りに影響力を与える立場になる。スターみたいな存在ですね。輝けるっていう風に言われてる。周りの人たちよりも自分が一つ上のところの目線にいるんですよね。馬に乗っているから。で、勝利の月経感も持っているので、掴み取れるものがあるよって、結果に残せる。仕事として成果を残せるってこともそうだし、周りからいい意味で注目を集めるってこともそうだし、あとはあなたが物の見方が変わるのかもしれない。一段階上にいるので、周りの人たちより。だからあなたの今成長の過程にいるのかもしれない。あなた自身があなたの魂の成長のところに今いるかもしれませんってところが出てきています。続けてもらっていくけど、やっぱ切りましょうか。では、続けていった方がいい。しかもイエスプラス明るい未来が見えてきたので、じゃあどういうことすればいいのっていうことを今度はイエスオアノーで聞かないので正位置でもらっていきます。どういうことすればいいのっていうことで、転職を考えずに今の職場で具体的なアドバイスもらっていきましょう。はい、ペンタクルのナイトが出てきています。そして力のカード出ていますね。あとはソードの2番が出ている。はい、ではこの状態で見ていきましょう。まず焦らないことっていうのが一番最初に入ってきていますね。
今多分すごく苦しくて、もうね、逃げ出せるものだったら逃げ出したいし、もう誰かに責任置いていけるんだったら置いていきたいし、正直なところね、避けて通れるものだったら避けて通りたいし、あまり責任感を感じるような仕事を任されたくないっていうのが正直なところ、ひどく疲れているし、うまくいってないことたくさんあるし、ギャップも感じるしっていうところが出てきていて、周りとのズレも感じるしっていうところがあるから、正直今自分のことで精一杯だから、今の仕事続けた方がいいですかって言われてイエスって出た瞬間、うわやった嬉しいって思えたのかどうかっていうことすら、もしかしたら疑問に感じる方もいたかもしれないけども、ただこのイエスって出たので、その通りこう読んでいくと、いろんなことね、先行き見えない、考えられないっていう状況にいるかもしれないけどって、アドバイスとして入っているのは、まずは焦らずに一つ一つ積み重ねていく気持ちで取り組んでみましょう。焦ってあれこれする必要ないし、何かを無理に変えたりとかする必要もないって、ただ助けてくれる人は出てくるっていう風に言われているので、しかも何人か出てきてくれると思うんですね。2人、少なくても2人か3人とか、あなたの強力な味方になってくれる人、誠実な人、嘘をつかない人、優しい人、包み込んでくれる人っていう形で、温かくて誠実な人たちっていうのがこれから先味方となって現れてきます。その方々のおかげであなたの苦しみから抜けることができて、でだいぶ柔らかく環境が変わっていくんじゃないかなっていうのがあります。どうやったら変わっていくのか見ましょうかね。いきなりなんか助っ人が出るって言われたんですけど、どのきっかけでタイミングでっていうところを見ていきますね。なんか自然とね現れてくるよっていう感じがするのと、あともう一つは移動か何かで転勤というか配属されたか何かで、この春からやってくるよとか、春かな、何かのタイミングで人が入ってくるよっていう、その人だよっていうことが言われてる。どのタイミングで、つられ人が入ってるので、やっぱりこう何かのそのいつもと違った時、だから人事異動があった時とか、人の入れ替わりがあった時とか、そういうことが出てきている。環境がいつもと違う環境になった時、例えば、出張とかね、あなたが1週間出張に行ったとか、どっかのヘルプに入ったとか、何か自分の置かれてる環境が、ちょっとだけ変わった時、入れ替わり、人の入れ替わりか、例えば上司が変わったとか、配属先が変わったとか、何か環境が変わった時に、今まで苦しかったことから抜け出すタイミングがやってくるってことが言われてる。その助っ人がね入ってくるのがそのタイミング、もしかしたら春じゃないかもしれないですね。結構ねすぐじゃないんだよって感じがするので、その1ヶ月先とか、例えば1週間後2週間後にすぐそうなるかって言ったらそうじゃないかもしれなくて、確かに1週間後2週間後とかには人事異動とかがあるかもしれないんだけど、そこのタイミングじゃないかもしれない。早いうちには現れないような気がするんですね。思ってたよりも少しだけ先、気持ち先だから、3月4月ぐらいの人事異動でタイミング来るかなと思ったけど、少しずれて5月6月とかになるとか、そんな感じですね。それはあるんですが、あなたのガチガチに今ねこううまくいってないなとか辛いなって思っていて、思えば思うほどってこう他人のこと信じられなくなったりとか、心を閉ざしがちになったりとか、警戒心強くなったりしますよね。不安な気持ちも募っていくし、その緊張の糸をほぐしてくれるような温かい人たちなんだよってことが出てきているので、何か新しい出会い、つまり今までとは違う人が入り込んでくるってことですよね。それか元からいる人たちが変わってね味方になってくれるってこともあるかもしれないんですけど、いずれにしろあなたにとっての強力な助っ人が複数現れるってことが出てきています。
では今の職場うまくね流れていけそうなこの助っ人が出てくることによってどういう風に変わっていくか、実際の流れを見ていきましょう。ではそれはこちらのね制逆採用するタロットカードから見ていくんですが、お伝えしてなかったかもしれないんですけど、今ね照明を本日つけておりません。でお昼なので、お昼じゃない春なので日照時間が長くなったので日光の光だけでやってるんですけど、もし暗く感じたら申し訳ありません。次回からまた照明つけて調整します。今後の流れを見ていきます。制逆採用でこれでも割とね詳しく知りたいんですよね。いつどこで好転するかっていうのが知りたいので、短く見ていきましょう。1ヶ月単位で。はい、まず1ヶ月目が助教皇逆位置。はい、次がペンタクルのクイーンの逆位置。同性からの嫌がらせ、ワンドの5逆位置。カップの5逆位置。ワンドの7逆位置。カップの8正位置。ペンタクルの5、逆位置。カップの4正位置。これなんかカード全部出しそうな勢いですね。カップのキング逆位置。運命のはテーブルがいっぱいなのであと1枚出せるかな。ワンドの4が出てくれてる。よかった。泣きそうだよ。だってすごく辛いんだもの。かなりすごく頑張ってらっしゃるっていうのがすごく伝わってくる。とにかく冷たいこの同性の方、女性ですよね。クイーンだから、もしこれをご覧になっている方が男性であれ、嫉妬かな。あなたに対する嫉妬から来るのかな。嫉妬から来る嫌がらせかなっていうのを感じてらっしゃるんじゃないかな。明らかに対人関係ですね。冷たくされてる。年上の女性の方っていうのもあるけど、年上とは限らないですね。上司とか年上とかそういうの限らず、いろんな立場の人、いろんな人2人出てきているから、1人じゃないんですよね。少なくとも2人ぐらいからは冷たくされてるような人がいるんじゃないかな。でかなり混乱してるんで、社内紛争に巻き込まれてる可能性もある。なのであなただけがすごく苦しいわけじゃないかもしれない。なんかもともとそういう、例えば社内の中で噂話とかっていうのがよく流れていたりとか、なんかね、よく争い事がとか揉め事が起きていたりとか、それを仲裁に入ったら仲裁した相手を今度標的にするとか、なんかもともと社内の雰囲気って人間関係がもともと少しね、あまりこう円滑にいっていないようなイメージが出てきています。その中こう揉まれて、あなたもすごく苦しい思いしてるんじゃないかなっていうのが出てきていて、カップの5逆位置、これね 1,2,3 ヶ月目でかなりねこういうの出てきてるので、やっぱりこうすぐにこの助っ人現れるわけではなさそうな感じは出てきています。この3ヶ月ねすごく苦しい感じ、なかなか抜け道出口が見えない、解決策が見えないとか、そういう流れっていうのが出てきていて、変わらない、今と変わらないような気がするとか、なんかねそういうようなのも感じられますね。なんか鼻声になってってごめんなさい。ただこの4ヶ月目になると、ここ転機かなって思うんですよね。少し兆しが見えてくる。諦めかけていたことに希望の光が出てくるとか、視界が明るくなってくるっていうのがここで出てくる。何かね新しい道とか、あなたが進んでいくっていうのが言われてる。
ですね。新しい展開っていうのが出てくるので、なんか場所が変わるってことも言われてるので、やっぱりなんか人事異動、なんか転職っていうことでは今見てないので、会社を変わるっていうよりは、なんか出張とか、例えば取引先の会社に行ったらそこと長い付き合いをするようになって、よくねお互いの会社で出入りするようなぐらいの付き合いのある会社ができて、そこにいる人たちとの間で絆が深まるとか、なんかね、その今までいた環境が変わる、人が変わるとき、人の流れ、あなたの生活の流れ、仕事における環境の流れが変わった時っていうのが4ヶ月目に入ってきてるので、ここがこのタイミングかなっていうのが出てきています。ただやっぱりここできっかけはできるんですけど、5ヶ月目ワンドの7逆位置なので、どうしても頑張ろうって、自分自身戦おうとしてるんですけど、どうしてもやっぱり不利な状況ではある、っていうところが出てきていて、なかなか変わらない、もどかしい、どうしよう、このまままたね心がへし折られるんじゃないかとか、悪戦苦闘するような流れが出てきていて、でカップの8がここ6ヶ月目で出てきているので、約半年後ぐらいにはここね、綺麗さっぱり心機一転するよっていうのが出てきているんですね。あなたにとっての古い物事だから、古くからの付き合いの人たちより新しく出会った人たちとか、新しく関係性を結んだ人たちとかのことを優先させていくんじゃないかなっていう、もうこの現状から抜け出す時がやってくる、自分から切り開いていくんじゃないかなっていうのがある。もちろんね、周りの味方ができたからっていうことも大きく関係してくるけど、この方々の影響で物の見方が変わったりとか、気持ちが持ち直すことができたりとか、あなたの中に一つ何か覚悟が生まれてきて、意識が切り替わっていくっていうのが出てきてるんですね。自分の本当に進みたい方へ進んでいく。そしてあまり波風立てずに自分が切り替わっていくので、静かに、あなたはね、なんやかんや周り社内はいつも揉め事でいっぱいっていうね、こういうバラバラな感じなんだけど、あなたはそこから静かに身を引いていくというか、もうその争い事から自分はね抜け出していくんだっていう感じで、静かに移動していくって、勝手にどうぞって、私は私の道を歩んでいきますよって、なぜなら私には心強い味方がいますからねっていうところがあるから、もうここでこの今抱えてる苦しみっていうのを置いていけるんですね。ここでようやく半年やっとですよ。で、7ヶ月目でペンタクルの5番逆位置が入ってるので、苦しかった状況にようやくこの6ヶ月目、7ヶ月目で光が本当に差し込んでくるんですね。すごく辛かったと思うんですよ。何か不当な扱いを受けていたりとか、強いられていたり、何かね妨げられていたりとか、そういう風に感じていた、逆境っていう風に感じていた、すごく寒い思いをしていたんですけど、逆転してるので、ここでもう一気にガラッと変わっていくんですね。で、何がどのように変わっていくのかっていうのは、もっとね分かりやすく言うと、あなたの心が満たされたりとか、気持ちが温かくなったりとか、あと収入が増えるってこともそうなので、収入が増えるってことはつまり昇給とか、あと役職が変わったりとか、収入が上がるような環境が変わる。だから会社は変わらなくてもチームが変わるとか、何か仕事任されるとか、何かがあって収入面もアップしていくんですね。それは仕事だけじゃないかもしれない。仕事の給料は変わらないけど、貯金できるような余裕が出てくるとか、今まで悩まされていた体の不調が回復されるとか、そこに対する出費がなくなるのかもしれないし、とにかくあなたの心身の回復とか、あと満たされなかった気持ちが満たされていくとか、光が差し込んでくる温かい気持ちになるっていうのがあるので、やはりここにあなたに手を差し伸べてくれる人たちの存在があるのかなっていうのが出てきているので、この6ヶ月目7ヶ月目っていうのがかなりこのあなたにとっての大きな転機、切り替わる時っていうのが出てきている。
で、8ヶ月目、9ヶ月目、10ヶ月目、11ヶ月目というふうに約1年ぐらいまでね見ていってるんですが、その後9、10となるとやはりどこかで、詳しくね細かく見ていくと9ヶ月目、8、9か8ヶ月目、9ヶ月目あたりっていうのが一度ここで温かい気持ちになったものが、そこからまた立ち止まって、これから先自分がどうしていくべきかってところにあなたが立ち戻っていく。また一瞬ここら辺は明るく気持ち切り替わっていくんだけど、やっぱりどこかで悩み迷い、現状を変えたいっていう気持ちが出てくるのかなっていうのがあるんですね。ただ変えていくためには足りないものがあるぞっていう風になってくるんですよね。で、足りないものを求めに行くんですけど、ここでもねカップのキングが逆で入ってきてるので、今度こっちはね女性だったんですけど、今度こっちはね男性なんですよ。で、これはエネルギーを感じるからに人間じゃないかもしれない人間じゃって例えばね男性の上司とかそういう存在じゃないかもしれないし、そうかもしれない半々な感じのエネルギーを感じるので、キーワードを握っている相手として男性の立場が上の方とか年上の方っていうのが入ってくるんですけど、キングなのでね、上司、社長、経営者かもしれないけど、その方が鍵となってくるかもっていうのが9ヶ月目で入ってくる。あなたの何か選択の一つの大きな鍵を握ってるんですけど、ただパッとすぐ晴れるかって言ったらそこを少し時間かける必要あるよっていうのが出てきていますね。もしこれが男性、人間のね男性の可能性じゃない場合であれば、あなたが行動に移すか移さないかとか、あなたの行い一つ一つがここで、試されているというか、そういう感じがするんですよね。キーパーソンとして人物がある可能性、出てくる可能性が約半分、もう半分はあなたの行動一つ一つっていうのがかなりここ大きく変わってくるきっかけになってきて、で10ヶ月目、8、9、10ですよね。10ヶ月目で10番運命の輪ですよ。転機がやってきます。ものすごく大きな転機です。今までの出来事が全て好転する。今このねすごく厳しい流れ見ていて、ここでガツンと運命の輪が正位置で入ってくるってことは、あなたにとってはもうここすごく大チャンスでしょって言えるぐらい、人生すごく変わったよって、社内すごく変わったよって言えるぐらい、すごく大きな転機がやっとやってくるっていう感じですね。10ヶ月目でようやくって、もちろんね兆しはあるんですよ。この辺で兆しはあるんですよ。いい兆しはあるし、温かい気持ちにもなっていって、でここね温かい気持ちを得たからこそ、自分の行動が今また試されるチャンスがやってくる。でこのチャンスをものにできるっていうのがあるので、かなり丁寧な行いをここでするんじゃないかなって思うんですよね。迷いながらも助けてくれる人たちの力を借りていきながら、思いやりを持って周りの人たちに接していくのかどうかっていうところにあなたが立つんじゃないかな。つまりこの冷たくしていた人たち、元昔の人たち、ここでもう過去を切り離していってるので、この過去だって思っていたことに対してあなたが許せるのかとか、その人たちとかその事柄を受け入れていけるのかとか、うまく飲み込んで浄化して自分のものにねやっていけるのかっていう、この成長具合っていうのが試される時なんじゃないかなっていう、そういう意味ではだから半分はあなたの行動ってところがあって、あとやっぱりキーパーソンとして男性っていうのも入ってくるけど、でもどちらかというとあなたの行動っていう可能性が高そうで、ちゃんとねものにできるから大丈夫ですよ。本当に良かったと、本当に良かったと。もうね、安息、もう戦いがもう終わりましたって、争い事はもう終わったんですって、もうここで平和、ようやく安定の地、安息の地を、平和、あなたを
が明るくね包み込んでくれるこの黄色いカードがようやく最後に運命の輪の後に出てくれたので、これチャンスをものにして好転した後にあなたには安らかな職場の状況が待っているって。仲間たちがあなたをね、ダメだ、泣きそうになってきた。仲間たちがあなたを待っててくれてるんですよ。ここで新しく築いた関係の仲間たちっていうのがあなたのことをずっと応援してくれて励まして、やっとねおかえりって言ってくれる仲間がね出てくるっていうのがね、もうカードをね全部出し尽くしてその最後の1枚がこれなので、本当に最後に行き着くところってここだから大丈夫よ。すごく今ね辛いかもしれない。でもあなたが魅力的だから多分嫉妬してるんだと思う。だけどすごく辛いかもしれないけど、必ず変わっていく転機が訪れるし、仲間もできるし、そしてね転職するかどうかっていう風にイエスはノーで尋ねたカードは正一で、転職しないね、今の会社に残るべきかどうかで質問したら、今の会社に残るべき、その方があなたが成功を収めるでしょうって出てきた。でそのね成功っていうのは多分ねこの辺りでね大きくつかみ取れるんじゃないかなって、ようやくわかるんじゃないかなって。初めこれ出た瞬間はなんでっていう風に思った方もいるかもしれないけど、後々になってその意味がちゃんと分かってくるっていうのがね、身に染みて出てくるっていうのがあるんじゃないかなっていう感じで、ちょっとね涙が出ちゃったということで、はい、このような流れを出してきました。はい、ではこの職場であなたが何か学びを得るものとか何か獲得できるものがあるのかをもらっていきましょう。ね、このままね頑張っていくことであなたが受け取るものは何なのか。では最後にあなたが受け取るものとしてはペンタクルの4番が入っていますね。成功ですね。とても大切なものが、もうこれだって譲れないものがちゃんとできるってことが言われています。安定の4番ね。ただ学びと同時にもう1枚もらっていいですか。ペンタクルのクイーンの逆ね。ここにもねペンタクルのクイーンあって、これは正地で見ていくんですけど、いかにね周りの人たちを大切にしていけるのかどうかっていう、今のあなたにとってはすごく辛いかもしれない。周りのこと考えづらいし、考える余裕もないし、考えたくない。どっちかっていうと自分を苦しめてる人たちのことを気遣ってあげられるかって言ったらあげられないんですよ、普通はね。ただそれあなたができるぐらい優しい人だっていうのがねカードが教えてきてくれているので、その大切なものを見つけたらそれを大切に思う気持ちと、あとは敵対していた人たちとか何か自分に辛いことを与えてきた人たちを許していくことだったりとか、そのことも受け入れて、これもね自分の成功へ導いてくれた一つのことだった、出来事だったんだって、うまくねここで気持ちの切り替えができているので、ちゃんと過去っていう風に自分の中で手放しができているので、受け入れも多分できていくと思うんですね。うまくね自分の中で消化していくことができていくと思うので、周りのことどんな逆境にもやはり周りに対する思いやりだったりとか、そういう気持ちを持ち続けることの大切さをあなたは学んでいくんじゃないかなっていうのが出てきている。すごく大切なもの、そして生きていく上でお金よりも大切なものも見つけられるし、あと逆にねお金もすごく大事、収入も大事なんだなってことにも改めて気づくんじゃないかなっていうのが出てきています。で一つ注意点で言うとするなら、そこにねこだわらないでって、入ってくるのが、例えば新しい仲間ができたからってその仲間とだけいつも一緒にいるっていう、この自分たちだけみたいな世界に
を作ってしまうというか、そこだけじゃなくてそれ以外にも目を向けていこうねっていうのがアドバイスとして入っています。受け取ることすごくたくさんあるんだけど、ここの枠を作らないでねってところはありますね。はい。ではお仕事と収入のバランス見ていきましょう。これね、今じゃなくてこの後ですね、一番最後、その1年後ぐらいですね、11枚出していったので、11ヶ月後の後、あなたの収入とお仕事のバランスってどうなってるのかなっていうところを見ていきます。あ、何枚か出てきた。飛んでき、何枚だ ?3 枚。ソードのエース、カップのナイト、カップの2、お仕事と収入のバランスで見てるんですけど、もしかしたらこう仕事を通じて恋愛に発展する相手、パートナーと出会えるかもって、社内恋愛とか、なんかパートナーシップ、ビジネスパートナーっていう意味を、枠を超えて恋愛の意味として出会える、恋愛につながるような出会いがあるんじゃないかって、収入とかってことで見てるんですけど、だからそのお財布を一緒にできるようなお相手と巡り会えるっていうのが、ある日突然そういうタイミングがやってくるって、電撃的にその方と出会うっていうように言われていますので、これなんか恋愛要素入ってきてますね。仕事を通じて将来のパートナーが見つかるとか、出会いっていうのが出てきてる。あとはそのあなたを応援して守ってくれていた相手があなたのこと好きで、その方と結ばれるっていう可能性もある。このね、11ヶ月間の間で新しく出会う仲間たちの中に、その恋愛に発展するような方が一人いるかもっていうのが言われてる。収入と仕事のバランスで見てるんですけど、恋愛要素が色濃く入ってきてるので、将来的にゆくゆく的にその方と収入を共にしていけるようなっていう意味なのかなというふうに思いました。では最後に1枚カードを引いていきましょう。こちらお選びいただいたのは、太陽のカードでネズミの嫁入りのカードですね。でこれタロットの意味合い的にはあまりもらっていかないんですが、ネズミの嫁入りのお話として一つの教えをもらっていこうかなと思ってます。その他にもう1枚、こちらからもね1枚もらっていこうと思います。飛び出してきたのが今ここにあるので、これをもらっていきますね。でこれは何かというと、ストレンジ、力のカードとね、金太郎と狐の嫁入りで、かなりね大アルカナでこっちね大きいことを言ってくれてますね。金太郎っていうのは坂田金時さんって言うんですけどはいなんですけど、子供ながらに熊に相撲で勝つっていうね、力強くてたくましくて勇敢でっていう男の子で、そのね、普通の人間の男の子、一般のね男の子よりも力が強くてっていうのがね、こう自慢のね男の子なんですけど、昔の方はこの金太郎のことを神道っていう風にね、神様のねお子さんっていう風にね呼んでいたそうなんですよ。特別な子として見られていたんですね。強靭な力を持っている、強い精神力を持っている、何事にも屈しないっていうね、そういうのがワードとして入ってきてます。忍耐強さとかね、そういうのもあるので、あとは今言ったワードっていうのも、この今のあなたに必要な言葉だと思いますし、あなたが特別だからこそ特別視されていたことに対する妬みから始まったんじゃないかなっていうのが、強いかなっていうのがある。でも負けないでって、屈することないよってことがここで言われていますので、大丈夫だよって、負けないで大丈夫よって言われてるから、今はねそういうふうに思えなくても大丈夫、いずれそういうふうに思える強力な助っ人が現れるとか、例えばこのクマさんもそうなんですけど、相撲相手、自分が勝つことによってこのお友達になるんですよね。だからもしかしたら
この受け入れることを最後に言ったその自分の憎き相手、自分に嫌がらせしてきたような相手を受け入れていくことで、もしかしたらそこでつながっていくご縁とかも出てくるかもしれませんね。昨日の敵は今日の友みたいな感じで、敵が友に変わる瞬間も出てくるかもしれないし、違う意味ですごくね強力な助っ人が現れる。だから最初に言ったみたいに助っ人が現れるっていうその大きな存在があなたを助けてくれるってことも言ってると思うし、どちらかなっていうのもありますね。あとはネズミの嫁入りのことも見ていきましょう。ネズミの嫁入りっていうのは物語的にはあれですよね。このネズミのねお嫁さんを誰に嫁がせようかっていうことで、太陽がいいんじゃないかって言って太陽のところ行ったら、いやいや私は雲に隠されてしまうので雲さんですよって、雲のところに行ったら、いや私はね風に吹き飛ばされるんで風ですよって、風に行ったら、いや風はね僕はね壁のことは吹き飛ばせないから壁さんですよって言って、結局壁のところ行ったら、いや僕のこの強靭な壁の体をねかじり取ってしまうネズミが一番強いんだってことで、最終的にネズミ同じ者同士で結ばれるっていう、確かもともと好き同士な、確かねカップルじゃなかったかな、確か違ったらごめんなさい。確か私の記憶だとこの若者はこの子のこと好きだった気がします。はい。で結局回って好きな者同士で結ばれたっていう話だと思うんですけど、この選択肢で選んだのであまり選択肢から意味は取りたくないんですが、このネズミの嫁入りっていうところから教えだけはもらおうと思っています。で結局ねいろんなところ、いろんな強力な相手、より強い相手を求めていっても結局はこう自分ってところに帰っていくのかなって、自分と同じところ、より強い味方、より強い相手っていう感じで求めていっても結局はここになっていくんだなってところが教えとして入ってるかな。これが一番いいんだよって、自分ですよね。多分ね自分ってこと言ってるのかな。そしてこれ偶然的にもまさかカップの2が出ると思わなかったので、やっぱりネズミの嫁入りで仕事通じて恋愛嫁入りになることある可能性が高いんじゃないかなって。もしねここカップの2が出てこなければこれないので、このまんまねネズミの嫁入りのお話からね教えもらうとこなんですけど、このカードが出てくることによって、あとカップのナイトも出てくることによって、何かね嫁入りみたいな出会いとか恋愛につながるみたいなイメージが入ってくるので、ここもねもしね出会いがあったら大切にしていきましょうっていうこと。初めはもしかしたらこのネズミの嫁入りのようにあなたにとってはもっとね上の人ってこの人じゃないかもしれないか、もしくはこの人だと思っていても周りの人が違う人みたいな感じで流されていってしまうんだけど、結局はね結びつくよってことが言われてるから、そこだよ。これが仕事の大きな支えになってくれる人かもしれないし、っていうかそうなんだと思うんですけど、公私ともに支えてくれるパートナーに巡り合えるんじゃないかなって。同じ職場じゃないかも、でも出張先の取引先のとかってこともあるので、仕事を通じて出会った人の中にこういう関係性になれる方が出てくるってことが言われてるようなねカードが出てきましたので、こちらのことも念頭に置いていただけたらなと思います。今回は仕事についての今の職場でのあなたの評価や評判についてリクエストいただきましてリーディングを行っていきました。3番の方、かなりカードたくさん出して深掘りしていきました。この中から何か一つでも心に残るメッセージがあれば参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。またいつも応援コメント本当にありがとうございます。励みになっています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。